チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。お集まりいただき今夜もありがとうございます。本日は私はもうついていけない高市のいる世界のスピードにということで、ノーテーマ雑談カラスマフリートークの第14回は、事実雑談では取り上げられなかった日本にはびこるありとあらゆる問題について話したいと思うんですが、今回ですね、久々に正直申しますと全く準備する時間が取れませんでした。はい、申し訳ございません。あまりにも忙しすぎてですね、でいろんなことが起こりすぎていて、もうパンク状態だったので、とりあえずですね、リクエストしていただいたことはあるので、それは先に話すんですけど、高市さん本人への誹謗中傷等は禁止しつつ勢いで話していきたいと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありません。皆さんはチャットルールの、遵守の上、スタンプなどを使ってですね、コメントしていただければと思います。はい、ということでですね、はい、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。音花風花さん、マヤ F さん、しょうがさん、ペタさん、ミニラトルさん、無欲さん、いつせさん、かなしみさん、ウォーキングイソックさん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、本日ね、どうしても、それでも配信したかったなっていうのは、本日はパレスチナのナクバの日です。はい、78年前ですね、イスラエルという国が建国されてしまったがために、パレスチナの人たちは追放の受け目に遭うことになりました。78年に続くナクバ、78年間の抹消。どんな困難にもかかわらず、私たちは先祖の土地である私たちのパレスチナにとどまり続けています。帰還は、パレスチナの権利です。自由はパレスチナの運命です。5月15日、パレスチナの人々と共にナクバを追悼しましょうということで、公式な動画を見させていただいたんですけれども、皆さんもですね、パレスチナのナクバに思いを馳せていただけたらと思います。はい。ということでですね。で、あとコメントもあったんですけれども、本日は、沖縄のですね、施設返還54年という時でもあります。だからナクバとね同じ日だっていうのがなんか本当運命的なものを感じるんですけど、琉球新報社さんが、社説を書いております。1972年5月15日の、施設権返還日本復帰から、今日は54年の日を迎えました。米統治から27年の2倍の年月が経過しました。この間本土との格差是正と経済の自立を目指し様々な施策が展開されました。県民所得などの経済指標を見る限り格差是正や経済自立が達成したとは言えず、離島を含む近郊ある県土への発展も道半ばである。沖縄の特性を生かした持続可能性のある地域復興産業育成の模索が続いており、沖縄戦と米統治が残した負の遺産は今も県民生活に重くのしかかり、復帰運動の中で県民が願い続けた基地のない平和の沖縄の実現には程遠いと。米軍基地から派生する事故は県民の人権を脅かしている。基地内に汚染源が存在する可能性が高い有機フッ素化合物 PFAS は深刻な健康不安を招いている。住環境を破壊する米国機の、ですね、航空機騒音が軽減される兆しは全く見えない。日米の普天間飛行場返還合意から30年が経過したが、日本政府は県民の訴えに対し返還条件の辺野古新基地建設を強行し、台湾有事を名目に自衛隊の増強を進めていると、いうことですね。その通りなんですけれども、なんかこんな状況下でですね、沖縄の人たちを一方的に責め立てるのは、私はアンフェアにも程があると思っております。はい。ということでですね、8号星36153コッカラスです。東西アジア非抑圧民族の日ということで、そうなんですよね。だから琉球とやっぱりパレスチナには深いつながりがあると思います。はい。当事者の方々も言ってらっしゃることですけど、ね、もちろんね、抑圧の形態や
、立場はですね、立場性というのはですね、全く違うので、外部のね、私みたいな山どん中の人間が同じですねっていうのは、それはちょっと問題があるとは思うんですけれども、はい。でもですね、植民地主義のやり方っていうのは、まあ、どこの世界でも同じなので、はい。ですね。今こそ連帯を叫ばなければいけないんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですね。で、ただですね、まあ、まあ、いろんなことがちょっと起きているんですけれども、先日ですね、大阪事件をめぐる性暴力事件の報道など、まあ、心の痛む事案が続いておりました。で、こうした問題を受けて、私は VTuber への、セクシャルハラスメント被害について匿名の情報提供を皆様にお願いしたいと思っております。ご自身の体験、見聞きした出来事、公開情報として確認できる事例などがあれば、お題箱を用意してますので、ぜひともですね、匿名でお寄せください。匿名で送ることができます。ただし、裏付けのない情報を事実として扱うことはございません。また、個人への中傷、真偽不明の断定、不要な個人情報の送付はお控えください。いただいた情報は慎重に確認し、必要に応じて個人が特定されない形で、VTuber 界隈におけるハラスメントの問題として配信として取り上げるかもしれません。はい。まあなんか突然何を言ってんだカラスマはっていう話なんですけど、まあ正直申し上げまして、まあ当事者の方からこれも相談がございました。まあ結果としてですね、まあその方の、個人情報にね、触れる可能性があるので、まあそういったことをお知らせするというよりかは、性暴力事件へのですね、啓発で、っていうか、セクシャルハラスメントへのですね、啓発がもっと必要なんじゃないかっていうことで、VTuber へのセクシャルハラスメント被害についてですね、ちょっとお話ししたいなということを考えていますが、まあ、ただだからといってですね、真偽不明の情報とか噂をばらまくわけにはいかないので、まあ、ちょっと難しい内容になっちゃうかなと思うんですけども、私のですね、手に余ると思ったら、言わないで終わるかもしれないですが、まあ、皆様ですね、ぜひ情報をお持ちの方は協力していただければと存じます。はい。サーズさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。沖縄タイムズの安倍記者が、沖縄の人が沖縄を返せというのと、大和の人が沖縄を返せというのは全く意味が違うっていう、まあ、それはそうですよね。だから、沖縄イコール日本だと思ってる大和の人たちと、沖縄にいて、琉球民族であると、まあ、思ってるか思ってないかにかかわらず、沖縄にいて沖縄に住んでる、ずっとですね、沖縄が祖先の人、沖縄にルーツがある祖先の人たちっていうのは、全く立場が違うわけですよね。だからそこをやっぱりごっちゃにするのがね、まあ、自民党の詐術だと思いますね。はい。〇〇のためなら少々の被害を我慢しろという、沖縄においては国防や日本もですが、リベラルもたまにその論法を使うので、はい、注意すべきだと思います。はい。ですね、子供の頃は515事件の日、そっか、その日ではあるんですね。だからもうなんかいろんな歴史的な出来事が5月15日って集まってますよね。はい。ですね。ということでですね、ぜひとも皆様情報等お寄せいただければと思います。はい、で、まだちょっと一つお知らせがあるんですけど、これお知らせというか、まあ、すいません、謝罪に近いのですが、本当申し訳ありませんでした。前回のですね、時事雑談、高市首相に石油危機ですと言ったら陰謀論者扱いされたので辛いということで、まあ、散々ですね、高市が言ってることが陰謀論だとこすっておきながらなんですけど、配信のリンク部分にて優しい政治の話し方というサイトをちょっとご紹介させていただいたんですが、政治の話を身近な人にどう共有するかというページに、まあ、参考になる部分があるなと思って、実際優しくですね、正しい解説がなされていたので紹介したんですけれども、まあ、ちょっと中国やロシアに関する情報がですね、かなり情報源が怪しいのではないかという指摘が出ております。ですので、まあ、当たり前なんですけど、そうしたですね、個人のサイトなんで、個人サイトさんから、安全保障とかですね、特にそうしたセンシティブな分野での、情報を、得ることはやめてください。外交や安全保障の参考資料としては、今後も利用する気はございません。公的資料や報道、専門家の記述をベースに事実を確認してまいります。はい。ということで、まあ、個人サイトを引用するときは気をつけましょうというとこですね。すいません。ちょっと注意不足でした。はい。アイドンカテリゴさん、ゴンカラスです。沖縄を返せの歌詞は以前から問題視されていたんだと。そうですね。だからなんて言うんですかね。沖縄を返すのやっぱ意味が違うんですよね。
あくまで日本の領土だという風な立場のですね、大和の人間と、そうでない人たちの話は全く違うわけですよ。ちょっとこれからね、沖縄をまた利用し叩いてる奴らの話がちょっと出てくるんですけど、はい。ということでですね。だから本当ね、大和の人間、特にリベラルの人はね、沖縄について語るときは細心の注意を払わないと、私もそうですけれども、本当に激怒されるし、私も何回も言われてるので、はい、気をつけましょう、皆さん。はい、特に中国に関することは気をつけましょう。はい。当たり前ですけどね。はい。ということでですね、ただフリートークなんですが、ですね、すいません、まだちょっとリクエストというかこちらは相談だったんですけど、相談の方はぜひともですね、ご協力いただければと存じます。ちょっとですね、いろんな方からリクエストが来たので、ちょっと先にその話をしてから、本当に未知のフリートークに行こうと思っているんですが、はい、ですね、いうことでですね、東大と、学歴差別の問題についてちょっと先にお話ししようと思っております。今度の東大5月祭で右往の州なる右翼団体が出展する学術企画東大5月祭特別講演日本の未来を語るが大学における分断を加速させる影響があると考えています。差別ではなく連帯をということでですね、東大でですね、ちょっと先日の時事雑談でもちょらっと触れたんですけど、とんでもないことが起きています。本郷で開催される今年度の5月祭で、右往の州なる、東大の右翼グループなんですけれども、これは後で説明します。日本の未来を語るにおいて、参政党の代表、神谷宗平氏の講演及び参政党参議院議員、塩入さやですね、を交えたパネルディスカッションが行われる予定です。私たちはこの企画が大学における分断を加速させる影響があると考えています。私たちオータムンは、博士課程学生向けの、生活費研究費の支援制度であるスプリング制度に関する国籍要件の導入に反対する駒場学生の会です。私たちが訴え続けてきたのは私たちはすでに共にあるということです。参政党は留学生をまるで脅威のように宣伝し、日本人ファーストを煽り、すでに共に生活する人々への分断を図ってきました。私たちが反対してきたスプリング制度への国籍要件の導入も、参政党が先導した排外主義の戦場にありますと。いうことでですね、全くその通りとしか言いようがないんですけど、東大に参政党が来るのでみんなすげえ怒ってます。これちょっとですね、オンライン署名あまり私も宣伝できてなくて、まだ7000筆しか集まってないんですけど、レイシズムの制度化を許さない旧大学合同要請博士課程支援制度、JST スプリングの日本人限定要件の完全撤回を求めますということで、例のですね、留学生の人たちに対する支援を絞ったり差別するという大学向けのですね、とんでもねえ企画が27年度から行われてしまうっていう話なんですけれども、東大や金沢大、東京外国土大の学生たちが、皆さんがですね、抗議してらっしゃいますので、はい、ぜひとも署名の協力の方よろしくお願いします。はい。ということでですね。タイムさん、ここからです。ナミさん、キアミフさん、NA104 さん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。右往の州ってその話ちょっと後でしますけど、統一教会とイコールではないっぽいですね。はい。右往の州は一斉回帰的な伝統右翼かと思えたら普通に差別団体と仲良し。いやー、いきなり賛成と呼ぶとはさすがに思わなかったっすけどね。すごいですよね。はい。こんばんは、右往の州の皆さんで。そういえば、右往の州って右往の州なのか。今気づいた、それ。サムネと変な感じでリンクしちゃったじゃないですか。いや。はい。それ今署名しといたということでありがとうございます。皆さんは右往の州ではありません。ということでですね、皆さんも拡散よろしく協力お願いいたします。つうことでですね、オタムさんはずっとこういった活動をされてるんですけど、2026年スプリング GX の募集方針が公開になりましたが、国籍要件導入の一部見送りが判明しまったものの、未だ不当で差別的な内容になってます。生活費支給への国籍要件を27年度から導入する。27年度以降は東大の独自の制度により従来の生活費の半額を支援する。一応東大は半額を支援するって言ってるらしいんですけど、半額かよ
よという話ですね。募集区分が別枠になり、留学枠数の厳しい制限が行われる秋以降の採択について明言なしということで、そもそもこれ差別なんでやめるべきだと思います。なんで留学生にお金払うの嫌なんですか意味がわからないですね。はい。ということで、東大学生の皆さんは頑張ってほしいなと思います。椿さん、コンカラスです。日本は妊娠しても社会的メリットがないんだから国籍要件かけても日本人の陰性が増えるわけじゃありませんということでですね、全くその通りですね。いや、本当になんか何を考えてるんですかね。意味がわからない。ドナルド・トランプなる人間は、今中国行きましたけど、中国行きの前になんか、あれですね、アメリカ人の女性に圧力をかければ、子供が増えるのではないかみたいなことを口走ってたらしいんですけど、とんでもない話ですよね。でも自民党とかトランプの発想ってなんか基本的にそれなんだよな。なんか何でも強制すれば言うこと聞くやろみたいな。ふざけんなという話ですね。はい。神谷は箔付けに来てると思います。はい。そこが一番危険な点ですね。はい。神谷宗平お父様になるのかなオルグやんっていう。大げさな排外スローガンよりも目の前の留学生の救済を、その通りですね。全くその通りなのがこんなに悲しいこともない。そもそも博士課程は労働者として扱いなさい。いや、ほんと給料出せっていう話なんですよね。本来だったらね。いや、投資という概念が全くないんですよね。基本的にそのね、学識とかソフトパワーしか日本って誇れるものが何もないのに、ソフトパワーへの支援を絞ろうみたいなことをですね、ずっと自民党は言っているので、国を滅ぼす気満々だと私は思っています。はい。ということでですね、国籍要件そのものが覆っているわけではございませんので、本当に皆さん応援しないと大変なことになると思います。思想的に内向きでありたくても日本列島に住む限りよそと向き合わずに生きていけるわけがねえだろうというですね、左からのオルグにはやたら敏感なのに右からのオルグにはやたらかと寛容な皆さんね。いや本当にそれだよな。こっちがさなんかね平和憲法はね守りましょうみたいなどっちかっていうと保守じゃないのみたいなスローガンを言っただけで警戒されるのにさなんかパレスチナって言ったらハマスだとか言われるし意味がわからんすよね。伊沢さんコンカラスです。強制づければそれに従うのが自民党支持者、権威主義者ですからね。自分も従うからいいじゃんっていう発想なんでしょうね。はい。でもですね、世の中には人の言うことを聞きたくない人間というのがいるんですよ。私のことですが。はい。そうですね。カルピーのポテチの時点で気づいてる、気づいてくれただけマシかもしれないですけど、イランの攻撃の時点で気づいていたら、こうはならなかったはずですし、パレスチナの時点で気づいていればですね、23年の10月には終わってた話なんですよ。はい。全くその通りです。はい。ということでですね、差別的な言論の自粛を参政党神谷宗平代表に東大生が物申す5月祭での講演前に抗議文 SNS 騒然ということで、差別とデマのない5月祭よというアカウントが11日このような抗議文をツイッターで投稿すると大きな議論を呼びました。この方ですね、私も本当に東大生なのかなって OG、OB の人たちじゃないかなと一瞬疑ったんですけれども、ガチの東大生だったらしいです。告知された情報によると16日に神谷氏を招いた講演会明日開催されます。塩入彩香も来ます。イベントに抗議する学生有志は投稿で、大学祭は言論の自由を尊重すべき最たる場所であるとした上で、言論と虚偽や差別とは別物であると。有志メンバーの一人の東大大学院生の男性はこちら特報部の取材に対し、東京大学は大学憲章にもある通り差別から自由な知的探求の空間を構築することを目指す場所であり、過去に問題のある発言をしていた神谷宗平が学内で講演することはふさわしくないと。はい、当たり前ですね。ちゃんと東大大学院の方がね、現役所属している、もちろん所属してるから偉いという話ではないですけれども、ちゃんと東大学内から上がった声だったということですね。はい。なんかね、これ西武さつきって書いてあるんですよ。で、多分なんかわざとだと思うんだけど、5月祭じゃなくてさつき祭みたいなことを最初書いてたから、それをもとにですね、プロファイリングをして、こいつらはさつき祭とか言ってるから偽物に違いないみたいなこと言ってた暇空あかねさんとかがいるんですけど、はい、ちゃんと取材をしてください。疑うんだったら。はい、東京新聞はちゃんと裏取りをして、東大大学院生の男性がいること、アカウント主の一人であるということを掴んでいます。はい。
学祭はふんどし姿なら政府なのにパレスチナ国旗をまとってたら注意されるって、いや本当にね何なんでしょうね。西側諸国がなんだかんだイスラエルをかばうせいです。いや本当にそれが根源なんですけどね。高市を応援してるような親戚がパレスチナを支援してるぐらいなんだから、ここに変な LGBT をおります。東大生はこういうことには全く興味がないとばかり思っていたので反省しました。でもなんか大半の人たちはやっぱり霊障的ですね。そこはちょっとこれから言いますけど、はい。ということでですね、なんでそこが注目されたんでしょうね。ひまそらさんのプロファイリング能力はよくわかりません。同大学が市のどのような言動について差別的や科学的悪意は悪意に基づく誤情報と考えているかのスクリーンショットですが、まあそれはこれもう皆さん読まなくてもわかると思うんですけど、そもそも留学生に対するですね、ミスインフォメーションをばらまきまくってたのが参政党なんですよね。公的支援を行う優先度が相対的に低いなどという、虚偽の主張を繰り返してきました。こうした発言の中には恣意的に事実を歪め外国学生や教育機関に対する憎悪を助長するようなものが存在します。一例として2025年3月24日の参議院財政金融委員会における答弁が挙げられますという非常に具体的なこれ例を持ち出してるんですけど、国会でもこういうことベラベラ喋ってるんですよね。やっぱりこれはもともと日本の国民のための公教育制度だと思っているので、そこをもう少ししっかり線を引いていかないと、結局外国人が作った外国人のための学校にも援助しなければならないということになるみたいな、なんか朝鮮学校への支援を打ち切れみたいなことを言ってるんですけれどもですね、教育を受ける権利ってありとあらゆる若者にいることだし、あんまりこの言い方したくないけど国益に資するんで、普通に、はい、日本のソフトパワーの根源なんで日本をですね、これ以上参政党支持者とかが増やしまくる社会にしてほしくないですね。はい、日本の国益を損ねてると思います。あとセクシャルマイノリティへの、先日の札幌でのふざけた差別的言動とかについてもちゃんと書いてくれてますね。はい。ということでですね。ひまそらさん、リュウジに喧嘩売ってなんかミソジニ対決で乾杯したので、だいぶね、クソ野郎と言われ始めているみたいですけど、遅いよっていう感じだし、まあそういう人たちはミソジニストやめたわけじゃないですからね、そこは気をつけるべきだと思います。リュウジもミソジニストなんで、はい。リュウジについては以前動画出したのでよかったら検索してください。イスラエルの国旗を掲げたらどうなるんでしょうね。ミソジニスト、やっぱつれわさんこんからです。ミソジニスト、ダークライ巻き込まないで。どう抗議するかというフェーズですね。サメとマグラを泳ぐのをやめると言いますが、ヒマソラアカレは喧嘩を売るのとやめると死ぬし、まあ、神谷さんは差別やめると死んじゃうんでしょうね。はい。海外ではハーバードがカーティス・ヤービンを呼んだこともあったみたいですね。そうなのヤービンはダメでしょう。いや。子供の権利条約絶対知らないですよね。ミソジニ対決で負けるって名誉なのか不名誉なのかわからない。参院選の時支持者より聞いてんじゃないかというぐらい参政党の演説を聞きましたが、差別のない演説はありませんでしたということで、実際聞いていた方ありがとうございます。いや、私もさすがに参政党の演説ちょっと辛すぎてね、まあ切り抜きとかしか見てないんですよね。あまりにも聞き苦しいので、はい。まだやっぱ自民党の方がマシだもんな。いや、自民党も最悪なんだけど、はい。さすがに国会中継でもね、参政党のとこは飛ばしてるんですよね。正直に申し上げると。もっと批判しなきゃいけないのですが、すみません。はい。そう、リュウジは料理作ってる人です。ビーガン差別もしてますし、まあ女性差別もしてますし、ミソジニーもしてますね。はい。以前動画出してるんでよかったら見てみてください。Google プレックさんはコカラスです。ミスインフォメーションとかいうデマのおしゃれな言い方っていうなんかミスインフォメーションっていうとちょっとおしゃれな感じしちゃうのは、それはあまり良くないかもしれないですね。はい。デマで十分です。はい。ということで、まあ、5月祭さんはね、ちゃんとしたアカウントさんなんですが、なんか東大生っぽい人たちはみんなこうだと信じたいところだったんですが、まあ、みんなこうではありません。はい。これでしょ、保守版オウムということでですね、なんか不届き者がいるようです。はい。神谷孫子が来るぞと。ご存知、参政党改祖です。参政党やだ、そんなの暇人がやってればいい。今、参政党がトレンディーということで、まあ見ればわかるんですけど、これはオウムのパロディなんですよね。
こういうのダメだと思いますよ。いや、真面目に言うんですけど、ほんとダメですよ。こうやって茶化して、朝原将校は受け入れられたんですよ。歴史を知ってます。いや、多分、若い人たちだから、マジでオウムのことリアルタイムで知ってる人がいないんだと思いますけど、いやー、これは正直かなり危ういですね。はい。本人は茶化してるつもりなんだろうけれども、面白くないし、なんて言うんですかね。だから結局こういうので面白わけにすることで、受け入れられたのが朝原将校なんで、それに対してやっぱり参政党ですね、そのポジに置くのは危険だと思います。はい。他にはこんな画像もあって、ひどい政治ビラですということで、なんか、東大の掲示板に貼ってあるらしいんですけど、だって、癌は戦後にできた病気なんだって言っていう、絵はすごい上手いんだけど、これはありとあらゆる人に怒られると思いますし、だからこういうのが良くないんだって、ちいかわにも失礼でしょと。いう感じですけど、なんかこういうやっぱ霊障系の学生も多いんだろうなというのは、ちょっと暗淡たる気持ちになりましたね。はい。ということでですね。いや、デマで国会質問すると、だから本当ね、もちろんカルト宗教ではないですけれども、参政党ってあくまで政治団体なので、やっぱりなんかオウム党をね、心理党を連想させちゃうところはありますよね。そう。だから結局差別以外にね、人気を取る術がないからこんなことやってるんですけどね。はい。百田直樹の一橋大学公演阻止も、ありましたね。結局同じことが繰り返されてますよね。いや、ほんと霊障系は本当にダメだし、画像よく見ればわかるんですけど、神谷宗平さんをね、ちゃんと批判してないんですよ。YouTube で最終下脱みたいなことは書いてあるんだけど、あくまで茶化してるだけなので、ダメだと思いますね。はい。せめて横に差別主義者ですから絶対支持してはいけませんぐらいのことは書いておかないと、はい、シャレにならないですね。さすがに死刑囚と比べるのはどうかという話でもあるし、神谷さんからね、名誉毀損で訴えられたら多分これ負けちゃうと思うし、そういう意味でもちょっとね、ダメですよね。中途半端に茶化したら意味ないですよ。当時を知らなくても当時を知る方々が大勢警告されてます。その声が届かない環境の中にいることがそうですね、問題だと思いますね。やっぱオウムを知らない人ばっかりなんだろうから、今は。しょうがないってね、20年以上、20年、30年経っていますから、風化してしまいつつあるのかもしれないですけど、絶対オウムの恐怖はね、忘れられるべきではないですよ。特にマスコミの人たちは忘れるべきじゃないし、自分らのせいでもあるんだから、ちゃんとこういう時こそ批判しなきゃダメだと思うんですけどね。はい。そう、オウムの恐怖をどんどん忘れられてるんでしょうね。暇空対リュウジではさすがにリュウジさんの方が正論でしたけどね。ただそういう問題ではないので。はい。東大医学部は参政党のがんは戦後にできた病気はどう考えてるんだろうと。いや、もちろんね、正しいとは思ってないと思いますし、だからこういう茶化すビラが配られてるんだと思いますけれども、ただ茶化せばいいっていう問題じゃないですよね。はい。だから定期的にやっぱりね、私たちの大人の方もやっぱりですね、いや、オウムっていうのは本当にね、邪悪な組織だったんですよって、とんでもないテロ集団だったんですよっていう話は定期的にやっていかなきゃいけないでしょうね。はい。読んだ方は常識から半歩踏み出した俺たちかっこいいみたいな悪ノリなんだろうというですね。読んだ奴らはね、ガチの右翼なんで、それは、当事者はちょっと違いますが、意識は違いますが、でも、東大生でなんとなく受け入れてる人たちはそうだと思いますね。いや、坂本弁護士の件もね、本当っていうか TBS 報道特集組めよ。やれよ、この件っていう、ちょっと思うんですけど、どうなんでしょうか。はい。そう、バラエティに招いたり、とんでもないことしてましたからね。はい。ということでですね、じゃあ神谷宗平を霊障する奴らはともかくとしても、神谷宗平を本気で呼んじゃう人たちは何者なんだという話なんですけど、東大の5月祭にて神谷さんにご講演いただけることになりました。後半は参議院議員のさやさんにもご登壇いただき、パネルディスカッションを行いますということで、これが右往の衆の公式アカウントですね。で、右往の衆ってどういうアカウントっていうか、どういう普段主張してる人たちなのかというと、
沖縄県知事選への立候補を証明されている東大先輩の古謝玄太さんとお話しされました。国連等で展開される沖縄植民地であるといった偽情報、中国の工作活動への深い懸念を共有しご理解いただきました。古謝さんの親しみやすいお人柄と沖縄の未来を真摯に考えておられる姿勢が強く印象に残りました。お忙しい中お時間いただきありがとうございましたということで、なんか古謝玄太の応援団やってるらしいですね。いやー、すごいな。最悪だ。よく5月15日にこれやろうと思った。いやこれ日付は5月9日だし、参政党が来るのは5月16日ですけど、いや、よくね、この5月15日という、この一番センシティブな時期にこれやろうと思ったらっていう、すごいですね。っていうか、古謝玄太もさ、握手する相手考えろよ、少しはよっていう。いや、私嫌いなのであれなんですけど、絶対手を握ってはいけない相手だと思いますよ。ただの右翼じゃないですからね。こういう主張の人間なので、だから沖縄は日本に植民地的に扱われてきたっていうことは中国の工作だということを主張してらっしゃるんですよ。すごいですよね。すごい。もう、社会の流れに完全に逆行してるっていうか、パレスチナって何ですかみたいな、まあ、人たちなわけですね。はい。いろいろな意味ですごいと思います。はい。ということでですね。そう、結局、高学歴大学生がこういうのに取り込まれていくのはね、まあ、この人たちは自らわざとやってるけど、すかした態度で余裕ぶっこくことが所有される態度は文化はなんとかなってほしいですね。いや、本当ですね。はい。とはいえ、参政党支持者とオウム支持者の動きは知的な人間が反社会的になるという共通点はある。そうですね。まあそこは本当大きな共通点です。なんか知的に、だからレベルが低いとか、そういうこと、差別的なこと言う人、リベラルにも結構いますけど、そういう問題じゃないことは、このですね、右往の州の皆さんが証明してくださってると思います。知的能力の問題ではありません。私は当時小学生だったので分かりませんでしたが、オウムが選挙に出たかとかは全く記憶にないですね。オウムの選挙活動とか当時のサブカル界はネタ的に消費してたらしいですね。私もその辺はちょっと記憶がないですけどね。参院選の時に賛成に入れた学生は結構いるはずだから、これがむしろ常識だったりして。だから賛成党支持者どれぐらいいるんですかね。 5% ぐらいはやっぱいるのかな。あなた方がやるかとりディスカッションという言葉を当てはめるな。古謝陣営こんなレベルなのかよって、本当右翼カルトとテーブスんじゃダメでしょっていう。いやーですね。学生の方々を子供として人格を認めないようなことを言ってる人が散見されますが、それは本当良くないと思います。はい。ですね。どれでも神谷は移民の割合を 10% とか引き上げようと、まあなんか口を滑らしてましたよね。実は移民賛成派みたいな。いや、安倍ちゃんと同じで結局労働者が欲しいだけなんでしょうけど。はい。まあ中国は大好きだしね。国内植民地論は戦前からある議論なのにね。歴史修正主義、ここに極まれり。オウムは当時の大学に偽装サークルを使ってうまく学生を勧誘していたっていうですね。まあだから右往の州がそういう偽装サークルである可能性はありますけれども、今のところ証拠はないですね。はっきりとした証拠はないですが。はい。オウムの空中浮遊に惹かれた物理学生と温暖化陰謀論に惹かれる神谷支持の理系学生っていうのは共通点は確かにありますけどね。うん。まあただ成人年齢の人たちですからね、それはそう扱うべきだと思うし、まあ右往の州に関しては、まあこのようにですね、玉木雄一郎さんとコラボレーションしていたり、まあ片山さつきさんとコラボレーションしていたり、玉木雄一郎さんとコラボレーションしていたり、塩入さやさんと以前にも会っていたりする人たちなので、まあ言い訳はできないと思います。はい。まあ、特にひどいのがこれで、4月2日に沖縄での記者会見で我々が開発した沖縄問題アシスタント AI を発表いたしました。現在沖縄をめぐり日本政府に対して琉球の人々を先住民族として認め保護すべきといった議論が国連等で行われています。私もそう主張しています。はい。その中には人々の認知を歪ませる主張が出されています。そしてそこで私たちは日本人として沖縄の歴史と我々が置かれた状況を正しく理解し議論することがこの問題への解決策だと考えました。そこで事実に基づいた資料や専門家の書籍を学習した AI チャットを開発いたしました。ということで、まあこの AI チャットになんか沖縄問題について質問すると右往の州好みの回答が出てくるというですね、それはもう AI の意味ないだろっていう感じなんですけど
はい。右往の衆の AI の監修者、中村悟さんと幸福の科学の関係について聞いてみましたが、回答してくれませんでした。何か都合の悪いことでもあるのでしょうかということで、監修者がこの中村悟だそうです。国民の知る権利を守る自由報道協会の理事、沖縄独立論批判日米関係施実フォーラムでも、講演を実施しているということでまあだから、まあこれでね、統一教会とこすられているわけですけど、まあ、右往の衆が統一教会系の団体かというと、そんなことはないと思うんですが、それは言い過ぎだと思うんですけど、まあ、中村悟さんに関してはですね、右往の衆と右往の衆じゃない、世界日報に書いていたりとか、ですね、自分の著書を、なんかとんでもないところから出していたりとか、これだな、そうだったのか沖縄、はい、次元社から出してますね。すげえ。よりによって次元社って。まあ次元車しか出すとこがなかったのかもしれませんけど、次の著書は青林堂から出してますね。知らない人のために解説しますと、次元車というのは部落差別でですね、大変な問題を起こしている、団体でございます。本物の、まあ、差別主義者ですね。はい。まあ、通称鳥取ループと言うんですけれども、部落差別ですとか、部落差別的な見解を発表したり、ここが部落だぞみたいなものをですね、書籍にして出版して、まあ、訴えられてですね、損害賠償を支払わされるという、まあ、もう極を超えてますね。はい。とんでもない団体です。はい。ちゅうことでですね、まあそんなとこに書いていらっしゃる人たちが監修していて大丈夫なんでしょうか。ということでですね、ズブズブやないかいってですね、大空後期より人脈が広いって確かに。ろくでもないな。事実に基づいた資料って専門家っていうのがだから中村悟さんなんですよね。すごいですよね。そうだったのか沖縄。いやこれ読んでないんだけどまあ大体内容は想像つく。ネトウヨ AI を開発したのか。大学の時に勝共連合に気をつけろって言われました。ファンドゥーファの時代ですね。データの6文献しか学習してない右翼ボットということで、6文献しかそう学習してないらしいんですよね。右往の衆が沖縄に対して行っているロビー活動は沖縄の戦後史やアイデンティティを自分たちの国家観に合わせて書き換えるという非常に戦略的なものですので、まあ侮ってはいけませんと。公開してた沖縄問題アシスタント AI は特定の保守系雑誌 6文献のみを学習させたものであり、意図的に情報を遮断するフィルターがかかっているという。すげえなってそこまで言うかっていう、まあ、編集者の綿貫さんが暴露されてるんですけれども、とんでもねえ話だなと思います。AI とは名ばかりでただの API だったのではという、まあその可能性高いですよね。はい。次元者。沖縄は独立してもいいのかもしれないというですね。いやでもここまでこういうことやるから沖縄独立論が盛り上がるんですよね。逆効果だと思いますよ。普通に。はい。次元者は鳥取ループです。もう教授陣に乗り込んでもらって素人質問してもらうしかないのでは。ですね、右往の衆が悪口になるか歴史に名を残さず無賛するか、日本共産党は部落差別を認識してください。確か剣道に次元流という流派があったと思うんですが、次元者にしっかり釘刺したら次元流から訴えられないんですかね、彼らね。多分次元流からパクってると思うんですけど、京都知事選の浜田聡の応援もひどかったですね。部落差別問題に対してはね、いろんなリベラル派の人たちも問題が多いので、はい。ただ次元者のような存在がいるということが、部落差別の問題が現在進行形であることを証明しておりますので、はい。ですね。皆さん自覚しましょう。ですね。で、先ほどちょっとコメントは今あったんですが、このネコポンさんっていうですね、なんか、一人で文春みたいなことをやっている人が、いろいろ、深掘りしています。ただ、この方は、なんていうか、どっちかというと右翼なので、言ってることには注意が必要なんですが、まあ、注意が必要だという点で読みますけれども、右往の衆は産経新聞&日本会議系だと。東大右往の衆とは日本会議参政党神谷のつながりがある。右往の衆代表山田は、新しい歴史教科書を作る会の会員だ。2026年3月、作る会主催の国連人権理事会サイドイベントで沖縄先住民問題反対スピーチに登壇した。作る会は日本会議と密接だ。まあこれは事実だと思います。2000年に日本会議と共同で教科書改善連絡協議会をやって、まあ、歴史修正主義を広げてきた。神谷も作る会と長年連携してきた。参政党と作る会の継続的協力は今も続いていると。26年4月にもね、作る会との共同勉強会
会やってた。これは私も知らなかったんでびっくりしたんですけど、すげえなって思いました。伝統ある歴史修正主義団体とくっついてるんですね。2026年5月に、ガウトガッツ祭で神谷宗平を講演者に招致しており、作る会経由で歴史修正主義ネットワークがあるのではないかというですね。この方はね、ちょっと断言帳でこういうことを語る人なので、情報の取り扱いにはちょっと注意が必要だとは思うんですけれども、ただ、おおむね、その日本会議と、参政党の関係については事実だと思います。はい。いくらでも資料があるし、神谷宗平自身もね、日本会議系の、すいません、失礼しました。グループの人たちからね、影響を受けたっていうようなことはいろいろと言ってたと思いますので、はい。ちょっとですね、すいません、画像表示できなかったけど、そういう人たちと、人脈的につながりのあるのが右合の衆というグループだということですね。神奈川人権啓発センターっていうね、人権啓発センターって名乗ってる非常に悪質なんですけど、それ鳥取ループなんで、はい、気をつけてください。絶対拡散しないでください。人権団体ではありません。ブラック差別団体です。琉球の人たちと大和の人たちは視点が全く違うことは大和の人たちはもっと知覚しないとダメですね。そう、勝手に問題を仕立て上げるの本当上手なんですよね、この人たちってね。やっぱり普段からやってるからでしょうね。はい。京都の遺骨、合脱大学がこいつらに近づいて自身のそれを正当化しよう。いや、京大もほんと最近ひどいよな。だから京大も東大もこういうグループに対してはっきり批判しなきゃまずいだろうと思うんですけどね。大丈夫なんですかね。はい。タマさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。作る会はキリストの幕屋との関係も有名ですね。はい。いろんな極右団体とくっついてますからね。作る会がとんでもねえ団体であることは事実であり、参政党がいろんなね、作る会とか日本会議とか、いろんな人たちの薄くで広い協力を得ながら、のし上がってきたことは事実だと思います。はい。神奈川県人権啓発センター、本当に叱るべきところにちゃんと怒られてくれ。いや、裁判されて負けてんだけどね、まだ続けてるからすごいですよね。どっからやっぱ、ヤクザとかが金を与えてんのかな。いや、そこまで言ったらあれだ、まったいなそうだけど。いや、でも鳥取ループの資金源が謎なのが怖いんですよね。ひまそらさんみたいにカンパを山ほど募ってるのかわかんないですけど、はい。沖縄差別やってるネット右翼がチベットウイグルを連呼するのはバカバカしい。いや、本当でね、先住民族権ってね、二度と口にしないでほしいですね。社会運動の戸惑い執筆者の一人、荻上チキ氏が書いたジェンダーフリー&バックラッシュ騒動をまとめに詳しく書いてあります。なるほど。ありがとうございます。そっか、そうですね。当時、日本会議とかね、そちら系の人脈については荻上さんも書いてくれてましたね。ありがとうございます。ですね。参政党の配信に山岡鉄柱とか出てました。あれも歴史修正主義系ですかね。この手の差別団体は政治団体標榜頃です。鳥取リュープの州でマジでよくわかんないですね。いや、マジやばいですよね。いやー、本当にな。鳥取ループに関してはね、ちょっと待ってくださいね。これはちゃんとニュース記事を出した方がいいと思うので、今ちょっと確認しますが、ウィキペディアになんか怪しげなことが書いているというレベルの団体ではありません。本当にそのブラック当事者の方々から、裁判でですね、訴えられて、で、完敗しているんですよ。で、法の裁きを受けているにもかかわらず、まだこういう活動をね、続けているという、その執念は本当恐ろしいですよね。東京新聞の12月の記事ですね、被差別部落の地名や写真をウェブサイトに掲載した行為が差別されない権利に反するとして埼玉県の男性78歳とブラック解放同盟埼玉県連合会が川崎市の出版社次元社の宮部達彦に掲載記事の削除と損害賠償を求めた訴訟の判決で埼玉地裁は記事と削除と男性への11万円の支払いを命じたと。これは本当11万円ってちょっと安すぎるんですけど、他にもですね書籍の出版などは止められていて、それでもですね結構これは多額の賠償とかを受けております。はい。だからね、いろんな裁判で負けててそのたんびに罰金されたりとか、お前いい加減にせよみたいなことを裁判所から言われてる人たちなんですけど、それでもやめないんですよね。なんなんだろうね。だから
まあ一番ですね、大きな事件としては、こっちかな。実際の出版が起きたやつです。出版したやつですね。被差別部落の地名リストを掲載した書籍の出版やウェブサイト掲載はプライバシー侵害だとして、部落解放同盟らが事業者側に差し止めを求めた訴訟で、550万円の損害賠償を命じ、サイトの削除を求めた二審東京高裁の判決が確定した。2023年6月の二審判決は、被差別部落の出身であることやそれを推知させる情報が公表されて広く流通することは人格的利益を侵害すると指摘し、21年9月の一審東京地裁判決と同様にプライバシー侵害を認め、賠償額を一審から約60万円増やしている。それでも安すぎますけどね。なんかこの時5000万円ぐらい取ってれば活動を停止させられたかもしれないですけど、550万円だったので結局今も続けてるわけですよね。はい。ということでですね。ノミネさんここからです。11万円ほんと安すぎますよね、これ。いや、110万ぐらい取ってもいいだろうっていう。まあ、なんで右翼の人たちはね、こんなにお金持ってるんだろうっていう感じですよね。はい。そう。で、日本、NHK 党のね、浜田聡を応援に来て、部落の場所とかを晒したりしてたんですよ。いや、ほんととんでもないよね。なんかこういう人たちが集まってるグループっていうのが、まあなんかそういう右翼界隈というか、極右界隈、現在の極右界隈であるわけですよね。ですね。幕屋の信者が西尾幹事の分厚い著作を購入させられ、それをポスティングさせられていました。それはちょっとかわいそうだな。あんなのが選挙に立候補できちゃうのはなんでそこそこの票を取るのかというですね。いやでも本当そこが構造的問題ですよね。はい。西尾幹事もそうですね。歴史修正主義者です。差別主義者が選挙に出てマイノリティに逆突するパターンが多いですね。はい。なんかね、本当ネオナチ的ですよね。だから弱い者いじめというか、マイノリティの人たちをこうやってターゲットにして、まあ選挙に出てですね、差別をまき散らすっていう手法がもう確立しちゃってると思いますよね。あとそうですね、動物とかに対してけだものとか言ったりするっていうのはね、動物差別とかブラック差別とかにもつながると思うので、その言い方はやめた方がいいかなという気はしますね。そうで、北海道ではね、アイヌ民族の人たちに対して住宅の前でヘイトスピーチする日本保守党というとんでもない政党がいるんですけど、まああいつら全国でやってるけど、はい。だからですね、まあ自民党にだからブラック出身者の方がいた時代は遠くなりけりという感じなんですかね。だから極右が平気で、他のマイノリティルーツの人たちと同じようにブラック差別をするようになってきたということですよね。神奈川人権啓発センター鳥取ループはトランスヘイトもよくしてます。そうですね。一時ね、なんかトランスヘイターの人たちとすげえ協力してリポストしまくったりとか、自分もトランスヘイトとかもしてるので、反 LGBT でもあるので、まあ当然なんですけど、ありとあらゆる差別に手を出していますので、ブラック問題、在日コリアン問題、アイヌ民族、LGBTQ などって報道におけるタブーの革新に踏み込むなどと、まあ自称しているんですけれども、いや、ありとあらゆる方面を差別してるってことだろうっていう。まあただそれだけなんですけどね。はい。ですね。まあ少数者いじめに理由はいらないんでしょうね。こういう人たちにとってはね。はい。だからやっぱ保守思想が劣化してるんじゃないですかね。まあ西部さんとか私もちゃんと読んでないからあれなんですけど、なんかそれなりにまあ格があるように見ていたのがだんだんただの差別主義者と歴史修正主義者になってって、まあどんどん劣化が進んでいき、まあ藤岡信勝とか小林義則とかの時代になるともう目も当てられないような感じになって、まあさらにですね劣化して今に至るみたいな、まあそうなると浜田聡とか宮部達彦みたいな別にだからレベルが低いっていうよりかは差別性がさらに露骨になり、言い訳もしなくなったっていうことですよね。だから開き直りが一種のあると思うんですけど、はい。自分の親しい人とかすぐ近くに当事者がいるかもしれないという想像力もないのかなと。まあ想像力というかこの人たちは良識が全くないだけだと思います。はい。
保守主義はまあナチズムに直結するものだし、だからネオナチであることを隠しもしてないっていうことですよね。だから今やね、右翼っていうのが本当ネオナチ集団みたいに、大した変わらなくなってしまってるのかなと思います。はい。そしてまあ最後にというか、右翼ネオナチといえばということで、ちょっとこれもねちょっとリクエストあったんですけど、まあなんか絶対にですね、それでも東京の大学に行けみたいなことを主張している方がいるので、あれなんですが、自己を律して自主的に努力してこなかった人間が大学卒業後突然覚醒して、二分の力で努力するようになるわけがないです。自分の能力を拡大して評価していきますので、強制力を持って勉強してください。フランク大学に B 同士や四則演算すら怪しい学生がよし、小中学校レベルの講義が行われているのは事実です。事実F ランっていう言い方は差別ですよ。東京に住むなという話ではなく、そんなに住みたいならその労働条件を獲得しろという話です。その労働条件を獲得する難易度が上がり続けているという構造上の問題なのに、ただの努力不足と取れるような考え方でいいんでしょうか。実際構造的な問題だと僕も思っていますが、じゃあどうしろと言われてもどうにもならないので、それでも東京に住みたいなら労働条件を獲得するしかないという結論になると思います。東京に住むなという話ではなく、そんなに住みたいなら相応の労働条件を獲得しなさい。学力の文脈で言いましたが、これと同じことがコミュニケーション能力等に言えます。20代前半時点で人間のコミュニケーション能力には大きな差が生じていますので、コミュニケーション能力に大きな問題を抱えていない低学力者とコミュニケーション能力に大きな問題を抱えている高学力者は、同じレベルの支援対象です。もうなんか言いたい放題だなという感じなんですけど、はい、フラン大学就職チャンネルの F さんでございますね。日本の大受験と就活はすでに日本人同士の競争ではなくなっていますと。いうことで、ちょっと以前のね、フリートークでも紹介したんですけど、なんかツイッターでもずっとこういうことを言い続けてるらしくて、なんかもうどうにもならないなという感じですね。YouTube の配信については改めて取り上げませんので、戦争差別暴力というですね、カラスマフリートークの、第11回を見てください。はい。ということでですね。まあでも結局こういう東京中心主義とか学力差別っていうのがああいう右往の衆みたいな人たちの主張につながってんのかなという気はしました。はい。ということでですね。ゴブリンさんコンカラスです。童話問題の人権教育ということで映画破壊を鑑賞しました。映画の中のセリフにてブラック差別がなくなっても別の差別が生まれるだろうというセリフがありました。現代はブラック差別もなくなっていないし、その上で新たな差別が生まれているという。いや、ほんと最悪ですよね。なんかブラック差別がさらにまた復活っていうかなくなったわけじゃなかったんだけど、結局ですね、完全になくすことができなかった上に、また新たな差別とね、共同なんですよね。はい。ねオリーブっていうですね。サーの人たちはでもね、そういう人たちと、右翼の人たちにやっぱり引っ張られるのは良くないと思います。最近ですね、高市首相という人、高市早苗さんという人が、まあ、天皇皇后でですね、結構侮辱するような行為をしたので、まあ、めちゃくちゃ怒ってですね、愛子天皇を何だと思ってんだみたいなことを言ってる左翼の人が結構見かけられたんですけど、やっぱりその怒り方は違うんじゃないですかね。そもそも愛子さんとかの人権を侵害してるのは、天皇制のせいなので、はい、とは思いますね。ねえ、この手の連中は必ず自己責任論に陥っていますね。いや、びっくりするぐらいひろゆきですよね。めっちゃひろゆきの影響を受けてんだろうなという気はしますね。はい。まあ、前回の配信の時ではちょっとそこまで言えなかったんで、改めて取り上げたんですけど、何言ってるかよくわからない。学力は何らかその人の行動の正しさに一切関係ないというのが、この F さんとまあね、この州の皆さんがよく証明してくださってますね。だから地理的能力の問題じゃないんですよね。はい。保守は左派リベラルを疑っても自身や人間の愚かさを疑わない。破壊と、橋のない川は必読ですということでありがとうございます。そもそも天皇家に興味ないです。引っ張られないようにしたいですよね。はい。だから右翼の人たちはなんか突然レッドラインとかゴールポストを動かしたりっていう行為を平気でやるんですけど、まあ歴史修正主義者とね、真面目な議論をしようとするとどうしても歴史修正主義者の方が有利になるっていう、よくある法則があるんですけど、なぜかっていうと向こうは適当に嘘ばっかりついてで右翼的な主張をしてればいいけど、こっちは事実に基づいて喋んなきゃいけないので、まあだんだんこっちが不利になっていくんですよね。だからやっぱりまともに相手しないっていうのも選択だと思うし、まあ神谷宗平みたいな人に関してはそもそも呼ぶべきじゃないと思います。はい。ですね。
天皇制は廃止すべきですね。新たな差別がというより、どこかで、差別が、飯で食えるようになったのが実際のところ。そうですね。まあ、差別ビジネスですよね。新菅さんとかもずっと言ってることですけれども、差別をビジネスにしているのが、まあ、ビアベブ達彦みたいな人とか、浜田聡みたいな人だと思うので、やはりこういう連中に対してはね、刑事罰であるとか、厳正な処罰っていうのが必要だと思いますし、まあ、そういった形で法整備をすべきですよね。ケイトさん、コンカラスです。天皇制に反対すること自体がかなり政治的だというのにね。そう、だから差別主義者を低学歴だとか言う人いますけど、それは差別だって絶対やめるべきですよ。はい。で、実際差別を煽ってる人間ってこういうね、エリートの人多いんですよね。はい。差別が商品になっていくのは小林義則が作る会の歴史修正主義が広まったあたりから、まあ小林義則がね、あれで巨額の巨万の富をおそらく得たでしょうから、そこでもう完全に味を占めた感じですよね。そこから在特会じゃないですか。で、本人はなんか在特会に怒ったりしてたけど、今更遅えよっていう話だし。ね、小林義則が本当ずるいですよね。なんか自分でそういうのを煽っておいて、なんかいざ右翼の人たちが自分の主張を採用しだすと、なんかわしはあんなこと言ってないみたいな逆上しだすというで、いい人ぶるんですよね。はい。そう、河合祐介兄弟でしたね。はい。思い出した。エフラン大学でびっくりするような難易度の授業があるのはマジだけど、ですね、2回以上の専門家的な内容の講義だと別に特別簡単なものではないし、アカデミックなライティングやリーディングができるか、高校生までのできる勉強ができるかは関係ありませんということですね。はい。正直、天皇制の廃止を望むより天皇制の存続を望む方がよっぽど思想は先鋭的な気がします。ですね。そう、天皇制はね、廃止しなきゃいけないんですよ。そう。だからね、高市さんとかをね、だから知的能力とかでバカにするのは本当良くないし、差別なんで、絶対やめるべきですよね。はい。だから小林義則さんをゲストに呼んではいけないと思います。高学歴者だけの街で暮らしてみたらいいと思います。自分たちがいかに他者から搾取しながら生きてきたかわかるはずです。資本主義というシステムの、おかしさにきっと気づけるかと思います。いうことですね。いや、本当ですね。だから F さんみたいな人は多分自分と似たような人たちがのグループの中にいるから気づいてないだけだと思うんですよね。まあ、富裕層によくある話なんですけど、周りにエリートしかいないので、まあなんか当然、この生活とか人生が当然だというふうに思っちゃってるんですけど、実際はそんなことなくて、その無数の真面目なね、人たちが働いてるところを、あなたたちが搾取してるから、こういう状況でね、ぬくぬくと過ごしておられるんですよっていう、まあその辺のことに全く気づいてないのが特徴ではありますよね。はい。ということで、私の尊敬してるね、前田明さんっていう憲法学者の人が言ってたのが、特に日本の、まあ、特に男性のね、リベラルとは限らないけど、エリート寄りの人たちっていうのは、基本レイシストだから、私の講演来てる人にもそういう人結構いるけど、あなた自分のことレイシストだと思った方がいいですよって、初めてですね、講演に行った時に言われて、結構衝撃を受けましたね。そうだよな。でもそうだよな。そう考えた方がいいよな。いや、別に私高学歴ではないんですけれども、でも、やっぱり日本人だし、日本人というか大和民族だし、シスジェンダー男性だし、しかも北海道に住んでますから、やっぱそう考えた方がね、自分はレイシストだというふうに、考えた方がね、いろんなものが見えてくるんじゃないかと思うし、実際そういうふうに考えるようになってから、だいぶ物の見方が変わったので、はい。ですね。まあ日本の、大和の特に男性は、自分の特権性を自覚すべきじゃないかと思いますし、ですね、差別的な YouTube チャンネルはやめていただきたいと思います。はい。ということでね、好奇心で小林の漫画読んでみたことがありますが、引用した資料と真逆の結論が導かれていて意味不明でした。低階層からめっちゃ努力して大学教授になりましたけど、そのせいで努力をしていないと皆さん相手に厳しい。なるほど。そういう方もいらっしゃいますよね。だから叩き上げでなっちゃうと、そう、ね、そういうなる人多いんですけれども、でもやっぱりそれは間違ってますよね。やっぱりいろんな運が絡んでる話なので、はい。で、やっぱりマジョリティ側であるっていうだけで日本って結構有利になれるのでね、はい。必ずしもそれで成功できるわけではもちろんないですけど。そう、前田明さんは乗り越えネットの共同代表の方です。確かアメリカで名だたる研究者だけを集め、学生の指導などの雑務から完全に解放されて自分の研究に専念する環境を作ったところ、何一つ成果が上げられず創造性がことごとく枯れ果てた。ということで。そうなんだ。
で逆に雑務をやってる方が重要なんですね。それは面白い研究ですね。ありがとうございます。個人的には天皇制廃止論者で反中反米だけど、そんな主張する政治勢力は危なくて支持できない。いや、そこが問題だよな。いや、なんかね、天皇制廃止ででかい塊を作りましょう。あまりその、なんだろう、あまりその、なんでしょうね、内毛場とかしないようにして、はい。っていうことを思ってはいるのですが、なかなかうまくいかないなという思ってはおります。はい、ということでですね、いろいろリクエスト情報等いただきました方々ありがとうございました。東大や学歴差別の問題でございました。はい、ということでですね、ついに、カラスマ、それでも1時間喋ってるってすごいな。ついにですね、この2日間3日間何もしてなかったせいで、皆さんよりも世間に疎くなってしまったんですけど、その後もですね、雑でフリートークで話していきたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。そうですね。なる人さんは別に何もする必要ないと思いますよ。別に天皇という立場に解放して普通の人にしてあげればいいだけの話なんで。で、やっぱりなんでしょうね。日本で極左グループぐらいしか団体としてね、天皇制、反天皇制を主張しなくなってしまったっていうのは、やっぱり極右とか右翼の圧力がそれだけ強いっていうことだとは思いますね。だからいろんな、先ほどちょっと右翼の人と左翼の人の右翼側の見解におもねってしまうっていうところで話しましたけれども、あまりにも圧が強いと、ちょっとどっかで譲歩せざるを得ないと。リベラル政党だった人たちがね、なんかだんだん中道寄りになってったりもしましたけど、そこまで分かりやすくなくても、どこかでやっぱ折れてしまって、あんまり主張しなくなると、極端派と言われるような人たちしか主張しなくなるっていう現象が起きてるのかなと思いますね。でも天皇制廃止は別に極左の主張じゃないですよね。はい。ティノスさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。学生とのコミュニケーションや研究に無駄だと思われることが研究者に刺激を与えて重大な発見のキーになることが多い。なるほど、そういうことなんだ。ありがとうございます。やっぱり学生とのコミュニケーションって大事なんですね。そうなんですよね。だから共産党さ、天皇制廃止言うべきだと思うんだけどな、私は。ダメかな。ダメでしょうか。はい。私は、有限会社天皇家。すごいな、それも。でもなんか意外とリベラルなものとか出版しそうですね。なるほど。勉強自体に集中したいっていう人はね、あまりコミュニケーション取らないタイプの人もいるかもしれないですけどね。ということでですね、はい、すいません。私、すっかり2日間ぐらい、なんか世から離れていたというか、仕事が忙しすぎて全然あれな感じだったんですけど、なんか、日中、米中首脳会談したらしいですね。へーって思いました。トランプ氏イランをめぐり習氏が支援を申し出た UAE 沖では商船拿捕ということで、習氏はイランに軍事装備を供与しないと、トランプは言っていたらしいんですけど、拿捕された商船の詳細が不明でイランに向かっている模様ということで、なんか訳がわからないですね。中国とそうやって話し合ったのになんで未だに商船が拿捕されているんでしょうか、と思っていたんですけど、なんか終了後のコメントでなんかこんなことも言っていまして、アメリカとしてはホルムズ海峡の開放は必要ないとトランプが FOX に言ったそうです。
トランプ米大統領は米国としてはホルムズ海峡の開放を全く必要としていないと FOX ニュースのインタビューで発言しました。トランプ氏はこれについては14日の習近平国家主席との米中首脳会談で話したと説明し、我々よりも中国がホルムズ海峡の開放を必要としている。我々には必要ない。全く必要としていない。それに取り組んでいるのはイスラエルやサウジアラビアなどを支援するためであると。必要ないんですね。はい。いやー、すごいな。なんか高市さん電話でこの人と話したらしいですけど、お前はもう必要なくなったよって言われたんですかね。でも言いかねないですよね、これ。まあ台湾問題に関してはなんか別に情報とかしなかったっぽいですけど、はい。なんかね、ホルムズ海峡に関してはこれでまあアメリカの協力で通るみたいなルートは完全になくなったのではないかと思いますので、素直にイランに頭を下げた方がいいのではないかと思います。はい。天皇が普通の一人だったら政党を結成して立候補できたりしそう。どうなんでしょうね。いや、そこまでやるやついるのかな。まあでも、武田恒康さんでも確かに立候補権はあるからな。生物学研究の論文はありそう。バカラが学生の相手だとしてないで、田舎で郵便配達員でもやってたいとか、大真面目にぼやいている人もいますと。まあ勉強自体が目的の人はそうかもしれないですね。今の皇族の人なら政党立ち上げとか思い浮かばれるのですが、武田恒康ならありえますね。あの人だったらありえるでしょうけどね。日本に滅べっていうのか、世界の敵。高市さん、涙目でトランプと電話会談したんですかね。備蓄はですね、200日を切っています。はい。200日を切っていますので、まあ、このままいくとポテチが白黒になったというレベルでは済なないと思うんですけど、ブルームバーグ今何言ってんのかな。高市首相、トランプ米大統領と電話会談、中国訪問の詳細の説明を受ける。日本に大変な力添えをいただき、深く感謝する内容だったと高市は主張している。感謝されてないですね、おそらくこれは。いやなんかさ、言い訳で申し訳ないんだけど、毎日こういう感じのことが起きてるじゃないですか。だからもうありとあらゆることが起きすぎていて、もはやですね、もう、さすがの私もだから高市さんの住んでる世界のスピードについていけないんですよね。はい。なんか、別に今トランプとだからこんなこと言うぐらいだったらトランプと別に喋る必要なんかなかったと思うんですけど、でもトランプと、だから会談したっていうニュースがあったら一応読まざるを得ないじゃないですか。で、まあ日本としてはね、台湾に関するこれまでの立場を米国が維持するかが焦点だったと言っているんですけど、習氏が台湾問題の対応を誤れば衝突に呈する可能性があると強い言葉で警告し、その数日間後に発生された米側の声明には、台湾に対する内容はありませんでした。はい。ということで、まあ、台湾問題に関してはですね、言及を避けたのではないかという気がしますが、まあ、とりあえずね、台湾はどうでもいいよみたいなこと言わなかっただけマシだとは思うんですけど、そういう問題じゃないし、日本がこんなことしたところで、トランプが日本に対して何かしてくれるかというと、そんなことないですよね。だから全く意味がない行為をしてると思うんですけど、どうなんでしょうかね。はい。いやー、ほんとね、このままだとほんと石油危機ですよ。他にトランプは米国民の経済状況は第一優先ではそれはすごいなそれはちょっとすごいですね。だって、米国民のためにあなたは動いてるんじゃないの？アメリカファーストじゃなかったんですかね、この大統領はなんかね、画期的だとかって言ってるんですけど、まあでももはやなんか中国ファーストになりつつあるのかな。それはそれで怖いな。はい。まあなんか習近平を持ち上げた割にあんまり機嫌が良くなかったというトランプ大統領なんですけど、まあね、イーロン・マスクみたいなのを引き連れてわざわざ、ですね、習近平のとこに行ったわけですけれども、何しに行ったんだろうな、結局。だから、なんですかね、中国とのその利益で、中国と利益を世界中で分け合いましょうみたいなこと言われても困るんですけどね。
米中は共通してホルムズ海峡の封鎖に反対すると、さっきからその14日の報道の時点ではそうやって言ってたんですけど、アメリカに帰ってきたらトランプはこうやって言ってるんですよね。なんなんだよ、もうってついていけないわって。もう昨年末あたりからついていけなくなりつつありますよね。原油の備蓄は200日切った段階ですが、ナフサはもっと厳しいですね。僕はついていけるだろうか、この世界のスピードに。あれ当時はちょっとバカにしてたけどごめんなさい。ブリーチが元ネタですね。先達の備蓄を1台で使い潰す暴君やんって。ですね。皇族兵器や愛子との結婚で名前が筆頭出てる一族がいます。そうなんだ。結局高市さんは何だったらできるんでしょうか。そういえば第一次トランプ災害の時には、習近平と会談した後に中東にミサイルを飛ばして習近平を脅そうとしていた。そうですね。だから当時は相当強気で習近平にも向かっていたんですけど、今回に関してはもうなんか向こうが肯定ムーブをしているのに、なんかトランプがねのこのことそれについていくみたいな、すごいなんかじゃあ長江外交かなみたいな風景が繰り広げられましたね。はい。Make me great again. Make me great again. ね、前漢の武帝は最大領土を達成したが、それには先々代文帝と先代皇帝の慶帝の訴えがあったの、蓄えがあったのが大きいし、戦争と贅沢の連続で金がなくなったので、酒、鉄、塩の1000倍制を敷いたという。なるほど。まあそうですね。なんか、先代の築いてきたものをすごい勢いで食い潰している気がしてならないんですけれども、本当に日本の終焉が日本の終焉を近づけるのはやめていただきたいですね。はい。前漢の武帝は大々領土を達成したが、そうですね、トランプが市民や労働者の味方ではないのは最初から分かっていたはず。それはそうですけれどもね。はい。東ローマで最大領土を達成したユニスティアニスも、先代のアナスタシスの蓄えがあったのが大きく、それでも金が足りないので増税しまくり民衆が反乱を起こしたりした。上皇は属国の内政にそこまでは介入してこない。そうですね。すいません。みんな朝貢外交っつってるから、あれだったんですけど。いやー、しかしなー。こんなことをやっていて、アメリカもそうだし、日本もそうだけれども、どんどんなんでしょうね、ソフトパワーというか、今まで蓄えたですね、信用みたいなものを著しく毀損していると思うんですよね。ここまで悪化してしまうと、逆転できないのではないかという懸念も出てきますよね。高市の外交を見ていたら、それなりに安倍晋三がうまく立ち回っていたのか分かるっていうことで、いや、ほんとそれなんだよな。だから安倍晋三さんのこと全く褒めたくないし、全てにおいて間違ってた、安倍晋三は安倍晋三でね、全てにおいて間違ってたと思うんですけれども、でも高市さんのああいうやり方に比べると、やっぱり安倍晋三でさえそれなりにですね自制してアメリカとかに対してはですね振る舞っていたんだなということは思わざるを得ないですよね。なんか自分の好きな方法というか、好き勝手な行為ばかりしていると、高市さんみたいになっていくと思うのでいや、ほんとすごいよな。殺風体制は基本内政不干渉です。いよいよ X デーが近い。ガソリン価格補助やめてください。ちなみにガソリン価格補助をしているせいで、本当はですね、原油の全てをナフサにつぎ込むぐらいの、ことを本当は我々しなきゃ今いけないんですけど、ね、結局ガソリンを原油から生成するとナフサがその分取れなくなるじゃないですか。だから高市さんがそういうことを言い続けているせいでですね、どんどん原油がなくなっているんですよね。だからガソリン補助金だけでも本当今すぐやめるべきだと思いますよ。はい。こうなったら視聴者にジャンプ漫画について、教えをこう配信とかしてみたい。ジャンプについてはですね、呪術廻戦モジュロについてちょっとノートを書く予定です。まだ全然書いてませんが。李朝鮮は長りされすぎだし、なんか日本のレイシズムはやっぱり朝鮮の人たちとかをバカにしてたとこから来てますよね。安倍晋三は習近平を国賓として日本に招きましたけどね、コロナで中止になりましたけどね。はい。
自分はジャンプは90年代までしかわかりませんということで、よかったらノート後で読んでください。ノートをですね、後日更新したいと思いますので、よかったら読んでください。で、私ちょっと一個ですね、気になる写真があったので、これ出したいんですけど、ヨーロッパ人のね、女性の方が、こうポストしてるんですけど、能力主義主義の終焉を描いた絵画である世界二大経済の会合でテーブルに女性が一人もいないと。これね、敏感な方はすぐ気づいたと思うんですけど、なんか権威主義の時代を表す嫌な絵ですよね。だから中国側はだからそういう国だからともかくとしても、アメリカ、日本、トランプはですね、マスクとかいろんな奴らを連れてったけど、一人も女性がいなかったんですよ。だから結局、おっさんばかりの、アメリカ人団体もそのおっさんみたいなのと、中国のおっさんみたいなのが、世界のあり方についてですね、話し合うみたいな構図にされてしまったわけですよね。で、ずっと二人ともなんか皇帝のごとく振る舞っていたわけですけど、もうなんか冗談じゃないですね。なんでこんな奴らに支配されなきゃいかんのでしょうか。はい。そう。服が黒い、女性がいないっていうね。もう、で、背景だけは絢爛豪華なんですよ。だから中国は意図してこういう絵を作ってると思うんですけれども、権威主義ですよね。はい。民主主義の匂いが全くしない絵面だと思います。だからこういうのに魅力を感じちゃう人たちに、やっぱりその両政権が支援されてるんだと思いますね。支持されてると思います。安倍さんはネット右翼の意に反して中国で全く嫌われてなかった。そこはすごいですよね。本当に。どうやったんでしょうね。安倍のそのロシアと中国に対する態度はなんで好感を持たれたのかよくわからないけど、ロシアからは舐められてもいたと思うけど、ちょっと謎ですよね。高市さんはなんか支持率しかよりどころがないのに、支持率が高いことがいいことであるみたいなね、なんかトートリズィ的な論法で自分たちは正しいみたいなことを言ってくるわけですけど、それを言われても困りますよね。なんでそんな人を支持するんですかって、支持率が高いしかいいことがないのに支持率が高いから支持しますみたいなこと言われましても困るよっていう感じなんですけど、なんていうのかな、それも一種の権威主義というか、ポピュリズム型の権威主義ですよね。選挙によって正当性を勝ち得たから、私たちは多数の支持を得たからいいんだっていう考え方なんでしょうけど、プーチンのね支持率は 80% とかなんで、だから支持率が高いことは政権の正当性を意味しません。ですね、呪術廻戦については、ゲトウさんをハゲていませんね。高市、片山、小野田、杉田というですね、偉い一人を集めるといつもおじさんばっかりであるからあまり気にならなかったけど、言われてみればおじさんしかいないし、服が黒いですね。そうなんですよね。日本でも確かにこういう光景ってしょっちゅう繰り広げられているから、あれなんですけど、でもなんかあれですよね。日本もそうだけど、こういう絵面自体が権威主義だっていうことをもっと自覚すべきかなと思いますね。チェンソーマンのキャラだと思ってたやつが呪術廻戦のキャラだった誰ですかそれ。東堂そもそもスーツって着る必要あるのかっていうですね。あれだけプーチンにこびてもロシア人には嫌われていた。ロシア人の人たちは正しいな。はい。ですね。ということで、ウラジーミルがいなくなってしまった日本なんですけど、白黒といえばですね、ポテトチップス白黒放送、これカルビー側からヒアリングしてこいよっていう風に言ったという情報もありまして、ちょっと情報が錯綜してるので、なんか圧力かけに行ったのかどうかというのはわからないのですが、赤澤経済産業担当大臣によりますと、なんかですね予防的な変更だったみたいなことを言ってたと。現時点では現行パッケージのままでも供給に多大な支障はないものの、じゃがいもの食品ロス防止の観点から予防的にパッケージを変更することにしたというふうに聞いております。今月25日の週から順次切り替えるとして、農水省は、カルビー側にヒアリングを行いました。カルビーは12日に、ポテトチップスなど
重要商品のパッケージを白黒に変更すると発表していましたが、赤澤さんは、今日の会見でこのように述べた上で、インクの材料としての合成樹脂や溶剤の生産については需要に応じた量を供給できていると強調しました。まだ言い続けるんだこれっていうですね。いやだから赤澤さんが15日今日の時点でこれを言い続けるってことは一生言い続ける気なんじゃないかなっていう気がするんですけど、いやー困ったもんだな。現実を見てくださいよ。カルビーポテトチップスが白黒になるのに、溶剤が足りてるわけがないじゃないですか。何を言っとるんですか。だからこれから足りなくなるっていう予測をみんな全員がしていて、そこで一致しているからこそこういう現象が起きているんですよ。まあこれよりね、すべてのものが白黒になっていくじゃないですか。ファシズムですよ、ファシズム。で、思うんだけど、いやー、困ったなー。でもこれで、だってトランプの発言がこれで、高市さんの発言がこれなわけでしょ。積んでますよね。どうやって我々は高市さんのスピードについていったらいいんでしょうか。はい。だからなんか、で、普段はわけのわからない政策を矢継ぎ早にやっていくくせに、この件に関してはですね、なんか、その時が、自分たちだけ時間が停止しているかのように、2月28日の時点からその場で動かないんですよね。確かに2月28日の時点だったら誰もこの状況を予測してなかったから、まあ、そんなね、ホルムズ海峡が封鎖されたぐらいですぐにね、供給途絶が起き、世界経済の危機になるなんて予想できてきた人はね、ごく少数の人しかいなかったと思うんですけど、これからなんだろう、もう3ヶ月近くの時間が経過しているというのに、このコメントは困りますよね、本当に。みんな死んでしまうよっていう。はい。ですね。フォーマルな服の選択肢がない。自分の首を絞める必要はどこにあるんでしょうか。政権には高市、小野田、片山がいるのに、結局集まりの際には男性ばかりになりますよね。まあ結局女性の割合少ないからそうならざるを得ないんですよね。まあだから赤澤総理大臣がこういうふうにおっしゃってるということはですね、まあ赤澤さんのこと別に嫌いじゃないんだけど、この認識は本当困るっていうか、これが政府の公式見解だということでしょ。どうすればいいんですかね。みんなアロハシャツで仕事しますか。赤澤総理を引きずり下ろせ。足りてたらなんで変更する必要が出てくるんでしょうか。高市がやらかして赤澤が言い訳する。誰も事実を言おうとしない。だからもうなんか現実歪曲空間がね、結局赤澤さんみたいな実務家の人まで支配されてるとしたらもうどうにもならないですよね。いや、ほっとけば高市さんが大気圏を突破してくれたり、そうですね、高速を超えて時間をね、時間と時と空間の狭間に、突入してくれるのかなと思うんですけどいや、私はそこまでついていけないわ。勢いのあるああやってくちばし突っ込んでいくことぐらいはできるけどそう、高速を超えると過去に戻る。それで戦前に戻るのかな。高市は会見とスパイ防止法しか関心がないでもアロハシャツだと麻生太郎みたいになるさ確かに自民党のおじさんたち全員が麻生太郎みたいな格好になったらそれはそれで嫌だなまあそれはそれで嫌だと思うけども、どうしたらいいんですかね、この政権を。本当に我々は。まあ他にはですね、国旗損壊罪制定を検討する自民党のプロジェクトチームが法案骨子案の了承を見送ったそうです。いやー、まあ良かったって言っていいんですかね、これは。だから私がもう話についていけないっていうのは、米中首脳会談をしていて、しかもラフさが不足してカルビーポテトチップスが白黒になっている時に国旗損壊罪を制定するかどうかで自民党が白熱した議論をしていることなんですよ。だって意味がわからないじゃないですかカフカかよっていうですね。だから全くこの今絶対に必要ないことを一生懸命言ってて、しかもめちゃくちゃ怖い法案にしようとしていたので、まあ当然了承は見送るべきだと思うんですけれども、でもそうだとしてもなんかちょっと柔らかくして丸めてまたこの法案提出するんだろうなと思うと全く油断できないですね。
ということで、自民党は15日、日本国旗を傷つける行為を罰する国旗損壊罪制定を検討するプロジェクトチームの会合を、党本部で開き、法案骨子案を審査しました。公然と損壊した場合に加え、自身が損壊する状況を撮影した動画や画像を SNS などに投稿する行為も処罰対象とし、2年以下の拘禁刑を、下す内容であるという。すごいな。まあ私なんか極悪なヘイトスピーカー、まあ河合祐介レベルだったらこれぐらいのヘイトスピーチでね、これぐらいの刑罰を課すっていうヘイトスピーチ法案とかは支持しますし、多分提出されたら支持するけど、すごいな。国旗を損壊するってここまでの罪、2年以下の懲役っていう。まあ、慎重論が相次いでですね、まあ、岩谷さんとかが、反対してくださったそうでございまして、まあ、法案は見送られたそうなんですけれども、すごいですよね。これが通ろうとしてるところがもはやすごい信じられんですね。なんか、まあ、プロジェクトチーム側はね、損壊行為が発生していないとして、立法の必要性を疑問視する声があることには当然だと思うんですが、国旗損壊が起こり得るものとして抑止する必要があるのだというですね、我々は抑止力なんだという、いや、なんでしょうね、核兵器を持つか持たないかみたいな議論をしてるんですけど、何やってんですかね、この人たちはね、本当に。っていうことですね。昔スーツを半袖した省エネスーツっていうのが、そうなんだ。それはちょっと見たことないな。ありがとうございます。せめて女性ぐらい服装の多様性が欲しいし、全くそれでも足りないですね。見送ったんだ。わしも本当わからん。国旗損壊罪とか果てしなくどうでもいいよ。いらんもんね。国旗損壊罪なんてマジでどうでもいいです。こんなん議論する時間が、完全に無駄。絵文字だってですね。はい、皆さん絵文字をよかったら使ってあげてください。はい。しかし表現の自由選手はまさに表現の自由直撃の法案だが、なんか一部のね、表現の自由選手の人はね、さすがに反対してましたね。これはやりすぎだろって一番なんか有名というかバズってたのは、コードギアス反逆のルルーシュっていうアニメに、日本国旗を燃やすシーンがあるんですよ。だから、コードギアスをテレビで放送できなくなるんじゃないかとか、そのシーンをカットせざるを得なくなるんじゃないかって言ってて、さすがにそれはまずいだろうみたいなね、話になってたんですけど、いや、そこまで言わなくても気づいてほしかったですね。いや、別にコードギアスに限らず、国旗が燃えるアニメあるでしょっていろいろと。色は全て黒ってボブ・ディランの歌詞なんか2年も牢屋に入れるんですか。俺は空海なものは罪だというですね、拘禁刑、遠近を考えて的なものの方が先にした方がいいんじゃないでしょうか。こんな暇があるなら差別禁止法を作ってほしい。抑止じゃなくて弾圧でしょ。お気持ちで法律を作られると困る。背広が地味になったらブランメルという200年前のイギリスにいた人のせいらしい。あ、そうなんだ。いやー、緊急事態条項ももちろん論外ですけれども、まあ現状は間違いなく緊急事態なんですよね。そうなんですよ。だから緊急事態条項は論外ですよ。それは許せません。そういったなんかナチスみたいな法律はですね、通すべきじゃありませんし、憲法改正はもってのほかです。って思うんですけど、まあそれはそれとして、今が緊急事態かという議論であるのならば、緊急事態じゃないですか。だから国家総力を挙げて、ナフサ問題を解決しないと、本当に日本の産業が壊れるかもしれないという事態であるのにもかかわらず、なんでこの人たちは国旗を損壊するかどうかっていうことを議論してるんですか。ね、意味がわからんのですけど、はい。まあ、わずかですけどね、批判してる人いました。はい。意外とこの人ちゃんと言うんだって思って。まあでもね、正直最低限のレベルですよね。国旗損壊罪に反対しない人は表現規制賛成派と言っても過言ではないと思うんですけど、はい。なんか社員さんっていう人がちょっと例を出してるので SNS を取り上げますが、例えばね、こういうアニメーションがあると思うんですよ。白地のアニメがまず出てきて、斜め十字を書く。その後で扇形を4つ書いて、まあ、扇形を、まあ、全部バチッと合体させるみたいな。多分ね、でもこれ、映像としてアニメにしたら国旗損壊罪に引っかかるんですよ。要件からしてそうじゃないですか。
明らかに広丸ではないんですよ。明らかに広丸ではないし、生成過程も広丸を制作するっていうもちろん目的ではないんですけれども、おそらくね、このアニメーションにしたらですね、既存改ざんになっちゃうんですよ。そんな法律あるっていう話ですよね。はい。あと発信することもダメだと冤罪でも証明できないし、実際にやってても報道できないから冤罪発生装置だろって。いや、ほんとそうなんですよね。だから誰かのアカウントを盗んで、こういうね、アニメーションをね、社員さんの名前でですね、公共送信したらですね、社員さんが逮捕されちゃうんですよ。ご本人じゃなくても。だから、それもどうにもならないっすよね。そんな法律つくんじゃねえよとしか言いようがないんですけど。いやー。スーツってそれを着てるとちゃんとした人で、着てない人はそうでない怪しげな人みたいに見られる。ああ、そうですね。ルッキズムですよね。あれも。はい。ルックスで差別するっていうのはね、どう考えてもダメな行為なんですけれども、はい。なんかね、なんかもうそれ以前の問題ですよね。この人たちは。背広なんてヤクザでも入れるんですかね。いやー、今気球に必要なのはね、高市さんの辞任ですよ。はい、ほんとそうです。だから今すぐ高市さん辞めてほしい。で、私はだから、立場っていうかですね、中国共産党が正しいと思わないし、優しい政治の話し方のとこでも言いましたけど、の主張が正しいとは思ってませんし、日本はですね、なんとかして台湾の自立を守るためにですね、国際上関係上の努力はすべきだと思っていますけれども、だからといって台湾有事発言を逆にそのね、台湾に寄り添いたいんだっていう立場を取るとしたら、謝罪すべきじゃないじゃないですか、ぶっちゃけ。高市早苗さんの延命のためにだけに謝罪すんのかよっていう話になりかねないんで、私は辞任すべきだと思います。で、辞任して、中国からナフサを輸入すると、いう形にするのがですね、一番丸く収まる手段じゃないかと思うんですけど、違うんですかね。はい。本当そう思うんだけどな。そうですね、マフィアカルチャーですよね、おしゃれな背広って。麻生太郎はね、もろにそういうのを真似してますしね。はい。就活にはスーツ着ていかないといけないしな。でもそれもね、反対してる方は一部にいらっしゃいますけど、ジェンダリングですよね。だから男性用のスーツと女性用のスーツって分かれてるわけですし、じゃあノンバイナリーの人は何着てきゃいいんだよっていう話じゃないですか。だからそもそもね、男女兼用のスーツっていうのがあまりないですし、ね、そういったものが想定されていないので、はい、それもおかしいなと思いますよね。高市さんを辞めさせたとしてもまともな人がいなさそうで困る。いや、もう親中派なら何でもいいです。親中派っていう風に、右翼の人たちに悪口言われる人だったら、もう誰でもいいですよ。中国の人たちはね、今、多分日本の世論にかなりセンシティブだし、デモとかを取材してるレベルだから、ネットの、いわゆる右翼系の人たちが、こいつは中国に媚びへつらっているって断言する人間が自民党の総裁になれば多分許してくれるんですよ。私は別に岡田克也でもいいと思いますけど、自民党内だったら林さんでいいんじゃないですか。林芳正で。あんまり好きじゃないけど、無難な選択ではあるんじゃないか。小泉と高市以外だったらもう、とりあえず、岩屋さんか、林さんでいいんじゃないですかって感じなんですけど、茂木と小林はダメですね。はい。いやーっていうね。だからとりあえず自民党にね、いい人材なんていないことは分かっているので、とりあえず中国を怒らせない人だったら誰でもいい。もう低レベルで申し訳ないんですけど。はい。就活でジェンダー矯正に発揮をして脱落した人がいますということで、ありがとうございます。そうですよね。だからスーツ着れっていうのってね、セクハラだと思うんですけどね。はい。やめるべきだと思います。だからプーチンから石油買うみたいなこと検討してるじゃないですか。冗談じゃないですよ。プーチンから石油買うぐらいだったら中国からラクサ買うことを真剣に検討しなさいよっていう。なんでそうなるんですかね。意味がわからないっすよね。だからウクライナからどう思われてもいいのっていう。いや、ウクライナだけの問題じゃないし、多分ヨーロッパの人たちは今日本がすごいロシアに接近してロシアから原油買いますみたいなことをですね、高市さんが出禁になってるにもかかわらず言ってしまったらですね、ヨーロッパの人たち全員ドン引きすると思うんで、絶対やめるべきですよ。はい。世界から孤立しますよ。
だから本当にイスラエルコースに行っちゃうので、そう中国は全く正しくないんですけれども、高市さんはもっと論外だし、台湾問題について言えば、台湾に関する発言を謝罪しないで中国をですね、納得させるにはやめるしかないんですよ。だから言った時点で積んでるんですよね。はい。あまりにバイナリーな社会、いろいろなものがグラデーション上にあるのに性別だけバキッと分かれるとは到底思われない。いや、本当ね、やっぱり人間性っていうものを誤解してますよね。性別はね、バキッと男女で割れるものではありませんので。はい。林さんはね、まあ、イメージ的に穏健派だし、そんなに中国に対して敵対的でないというイメージが強いので、まあ、いろいろ問題ある人だけど、まあまあ、いいんじゃないですか、もうなんか投げやりになってきてるけど、申し訳ない。あまりに高市さんと小泉がひどいので、なんか、高市、小泉、茂木以外だったら、まあいいやっていうレベルまでね、議論が、これがね、すいません、私、左翼ですけど、左翼の右傾化ですよ。はい、なんか岩谷剛でもいいんじゃないかみたいなで、岩谷武か、ごめんなさい、名前間違えた。いつも間違えるんだよな。岩谷武さんでもいいんじゃないかみたいなところまで後退してるんですよ、私が。この人でもいいんじゃないかぐらいの。ありえないじゃないですか、左翼としては、選択として。普段の主張を考えればね。ありえないんですけど、でももうなんか、周りがひどすぎて、もうこの人でいいよみたいな投げやりになりつつありますね。次の主張はオロナキビス。いや、それだけは絶対やめてほしい。いや、それ言ったらね、本当に日本が滅びると思います。はい。冗談じゃなくて。はい。ということですね。サムネは買いたい。サムネは買いたい。スーツ着ることの抑圧性はかなり大きいと思います。そうですよね。だからね、岩谷さんみたいなさ、似合う人だったらいいけど、似合わない人だってたくさんいるし、着たくない人はもっとたくさんいるんだから、やっぱりね、スーツ着たおじさんだけが政治家みたいなのはやめるべきですよね。田村智子首相、山添拓外務大臣、二木曽正法務大臣、福島みずほ厚労大臣っていやー、オールスターメンバーの内閣作りたいな。いや、だからね、皆さんの引退時期とかも考えると、本当ね、そろそろ最後のチャンスになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、今の本当状況を考えるとね、夢のまた夢ですもんね。悲しいですよね。ヨーロッパの貴族社会の礼服なんでめっちゃゴテゴテしてますからね。そうですね。石破がいいと思ってしまうのはそうなのかっていうそうですね。だから石破茂さん支持のリベラル派の人も結構真面目にいますけれども、まあそもそも今からちょっと話するけど、石破さんのせいでね、外国人政策めっちゃ悪くなってますからね。あの人だって排外主義者は排外主義者ですから、岩屋さんもそうだけど、決してリベラルでも左翼でもないので誤解してはいけないですよ。ね、誤解してはいけないんだけど、まあ、高市極右政権に比べると、まあ、誰でもマシに見えるっていうね、なんか、そういう反感びいきみたいな、やっぱ現象が起きちゃってますよね。はい。飽きると流行らせるのいいですね。うん。そう、でも岩谷さんね、やっぱ国旗損壊罪に関してはまともなコメントをしているので、もうこの人でいいじゃんっていう感じになってしまうのが怖いんですよね。はい。両津さん、その石破支持者になってるんだ。それはちょっと背広といえば、五族共和を訴える有名な満州国のポスターで日本人だけ背広を着てるのがめっちゃ名誉白人かって、あの画像きついですよね。あれ本当に出した画像なんですよね。いや、ちょっと最初見たとき目を疑ったんですけど、五族共和を訴える有名な画像あるんですよ。で、満州国でね、日本人だけスーツ着てるんですよね。最悪だなって思いましたね。もう日本のなんか全てが詰まってますよね。その名誉白人感というか。そう、石破もデモはテロだとかかつては言ってましたからね。さすがに今は言わないと思うけど。うん。そして岩谷もね、岩谷さんもそうだし、石破さんもそうだけど、パレスチナ国家承認しませんでしたからね。はい。そう、石破辞めるのはあくまでも高市に首相になってほしくなかったから我々は言ったのであって、逆ではないっていうことはね、言っておきたいですよね。で、まあ皆さんこの話、まあ聞いていらっしゃると思うので、ちょっと今更なんですけど、いや、日本は本当にひどい国になりました。恥ずべき国になり下がりました。この厳格化で日本人含めて誰一人救われていません。ただただ排外主義者、レイシストを満足させるための要件厳格化ですと。
いうことでですね、ついに鶴ヶ島太郎さんが、5万3000筆の署名提出しましたので、皆さん協力ありがとうございました。まあ、引き続き署名してない人は署名してください。日本に30年間暮らし18年間カレー店を経営してたクマールさんが、要件厳格化でビザの更新が不許可にいきなりですね3000万円よこせみたいなことを入管長が言ってきたので、子供たちは日本で生まれて日本語しか話せません、妻も娘も泣いていますと、ビザ厳格化の訴えを、撤回を訴えた右の鶴ヶ島さんが、5万3000筆の署名を入管長に直接提出したと、いうことでですね、シエスニックの署名が、ついに届いたんですけど、いや5万人集めたのは本当素晴らしいと思います。素晴らしいと思うんですが、まあ、これ決めたら石破ですからね、とんでもないことしてくれたなって感じですよね。でも本当今からでもこれ撤回させないと日本がおしまいになりますよ。だってありとあらゆる意味で差別だし、全てにおいて間違ってるし、まあ一つの理もないから、まあ入管ってそもそもそういう組織なんだけど、ね、ただで善良な人いじめて喜んでるだけですからね。はい。はい。ね、戦後も名誉白人性は変わらずアパルトヘイトにすら加担していたっていうことで、いやほんとねその辺はね、だから今も全然変わってないな日本はっていう、こういう光景を見ると思っちゃいますよね。はい。いやでこの写真撮られて鶴ヶ島さん複雑だったって言ってましたね。確かに素晴らしい写真だけど友達をこんな風に撮ってほしくなかったっていうことを言ってて、いや誠実な方だなと思いました。なかなか言えないですよね。日本人の名誉白人性とアジア蔑視は歴史修正主義やこういう排外主義にもつながってますよね。まあ、ありとあらゆる人がこれ取り上げてるのでね、皆さんも知ってらっしゃると思うしね、署名、もししてない方いたら署名してください。そもそも日本人でも厳しいのに、さらに資金集めが難しそうな外国人にこれを強制するのは普通にやばい。いや、ほんとファシズムですよね。いきなり6倍になったんですよ。今まで500万円でいいですよって言ってたもんを、まあ、いきなり3000万円にしたわけですよ。だからネパール料理屋さんとかインド料理屋さんとかのピザ講師をですね、厳しくしたわけなんですけど、まあ、ほんと信じられないですね。何やってんでしょうね、この国っていうのは。恥ずかしいですね。ドメキリオさん、アーコンカラスです。やりきれないですね。この投稿にもクソリップがぶら下がってます。はい、お見せしませんがですね。だからなんかね、そういうなんか、特殊な右翼の人たちが、まあ、喜んでいるわけですけれども、なんかそういう人たちだけを喜ばせるだけで、誰が望んでるのかなって思いますよね。院内集会において署名発信者の鶴ヶ島さんと、主催の方が、署名と請願書を有価庁へ提出いたしました。3000万円は単なる数値ではなく、その先で生身の人間の人生が壊されており、入管庁は制度の見直しを今すぐしてくださいと。一応3年間の猶予を設けると入管庁はほざいているんですけど、そもそも猶予とかそういうレベルの問題じゃないし、すでにビザ更新を断られている人が出ているので、恥ずかしいですよ。だから、日本として絶対制度としてこれは許してはいけないと思います。はい。ちなみに、ひもくんさん、コアカラスです。ちゃんとしたデータに基づいてません。実態として、だからペーパーカンパニーを使えるみたいなことを言ってるんですけれども、ペーパーカンパニーだって別に資金力あればいいじゃないですか。資金力3000万円以上のペーパーカンパニーはどうやって規制するんですかね。だからペーパーカンパニーは逆なんですよ。ペーパーカンパニーを取り締まるのがめんどくさいから3000万円っていう適当な、数値をぶち上げただけで根拠が全くないんですよね。そうだから日本にもね、朝鮮系、クルド系、台湾系の人たちがいて何が問題があるのかというですね話ですけど、私の地元って海外の料理のレストランたくさんありますが、それがなくなったらとんでもない喪失です。日本人は1円から会社から作れるから3000万倍ですっていうですねいや本当に国がね東洋みたいなことしてますからね。いつも高市さんは頑張ってるのにみたいな感情論で戦ってる右翼がこの投稿にはお涙ちょうだいかみたいな揶揄してるのは本当ムカつきますよね。いや本当霊障系最悪ですよね。で自分たちが一番感情的じゃないですか。で感情論で政治支持してるでしょ。だから自分が好きな政治家だから応援するみたいなことを恥ずかしげもなく言う人たちに対してそんなこと言われたくないっすね。はい。
入管の口癖適切に対応、高額納税者を追い出してどうする気なんでしょうね。はい、全く意味が分かりませんね。ただ一つちょっと注意的なことを言っておきたいんですけど、綾崎さんが言ってらっしゃるんですけど、これ経営管理ビザストップアクションさん自身がですねリポストしてらっしゃるので、そういうことだと思うのですが、言い方には注意が必要だとは思います。フランス料理店がエスニック料理店でないのであれば、インド料理店も本来はそう呼ぶべきではありません。エスニックとは何なのでしょうか。そういう言葉を使いながら愛する気持ちは本物だということで、愛すながら見下すのは差別だということは分かります。愛していないなら見下すまでもなく、ただ排除すればいいのです。そんな大金払える経営者の方がやばいだろうという意見も見ました。なのに、何人であろうと金を持っているやつがやばいというなら同意ですが、ある種の人に限って貧しく力のないことが無害であるという証とするなら、それを差別意識から来ていないとは言いませんと。もちろんですね、このアクションをやってる方は 100% 善意でやっていると思うので、あやさんの言葉はちょっと厳しすぎるんですけど、この方はね、日本に住んでるムスリマの方なので、常にこういう立場から発言されている方です。はい、一貫してます。だから日本の人たちって無意識でやっぱりイスラム教徒の人たちをめちゃめちゃ見下してるやないですか。だから言い方にはやっぱ気をつけなきゃいけないですよ。私たちは確かに彼らの料理店とか好きですけど、好きだけどもだからといってリスペクトを忘れてはいけないし、フランス料理店とそのインド料理店の何が違うのかっていうのは常に考えてなきゃいけないと思います。インドの方々はムスリムじゃないですけどね。はいね。あやさんのね言葉本当に厳しいんですよ。本当に厳しいんですけど、彼女当事者ですから当然なんですよね。はい。のにもかくにも日本の凋落は日本の有権者の責任でしかないことを自覚していただきたい。いや本当にそうですね。だからあくまでも外国籍の人たちの問題ではなくて、マジョリティの自意識の問題なんですよね、これも。で、外国の人たちの飲食店なくなって日本人の店は入らないと思います。はい。なんか変なコンビニとかチェーン店ができるのが関の山ですよね。だからそういうものも全部潰したいんだと思いますけどね。はい。だから結局管理がめんどくさいから、労働者みたいに、奴隷みたいにして働けみたいな、なんかそういう本心がダダ漏れだなと、こういう政策を見てると思うんですけど、だから日本の人たちにもそういう刃はね、すでにインボイスで苦しんでる人たちいっぱいいますけど、向けられると思います。うん。そうですね。だからエスニックっていう時点、それ自体が差別ということは言ってないです。そこまではおっしゃってないと思います。バフィアさん。だけど、やっぱり言い方には注意が必要だと思いますね。うん。我々はあくまでマジョリティなので、マジョリティじゃない方ももちろん見てらっしゃると思いますけど、すいません。私はあくまでマジョリティなので、はい。そう、大事な話なんですよね、これも。正直やっぱり、どうしてもね、右翼の人たちがあまりにひどいことを言うので、それに対して強く反論しようとすると、こういうこと忘れがちなんですけど、やっぱ忘れちゃいけないなとは思います。うん。そう、だからね、前田明先生はね、先ほども言いましたけど、日本人みんなレイシストみたいに思ってた方がいいよって。私は特にね、男性なので刺さるところがあったんですけど、そうだよなって、しかも北海道だしな、俺っていうのはね、なかなか気づかないですよね。うん。トルコ料理、ネパール料理、スリランカ料理など近所にもたくさんあります。トロさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。高市さんの周囲が桜井よしこみたいなんで。だからさっきのね、あいつ、右往の州もそうだけれども、やっぱり植民地主義者ですよね。差別主義者だし、当然植民地主義者でもあるっていう感じですよね。そう。で、植民地を支配する方法っていうのは、そう、日本の人たちに対しても、必ず適用されるんですよ。だから、これ、名前ついてて、あれなんだったっけな、植民地ブーメラン効果って言うんですよ。確か。ごめんなさい。間違ってたら申し訳ないけど。植民地を、だから、かつてのイギリスとかフランスとかいろいろな植民地持ってたじゃないですか。で、植民地の人たちに対して作った暴力とかって、派とかに対して行われてるんですよね。だからそういうものをいや外国の話だしね、植民地のねそういう民族の話だからね、イスラム教徒のやつらだからいいじゃねえかみたいなこと言って見過ごしていると、今のねイスラエルの反体制派の人たちがどんな目に遭ってるのかね、皆さんも見てると思いますけど、そういう目に遭うんですよ、絶対。はいだからやっぱり入管みたいな組織は許しちゃいけないんですよね。うん。
綾沢フィーヤさんはリベラル派側の学歴や貧困労働者問題に対しての差別意識もいつも指摘してる人で、私も参考にしてますっていう。いや、ほんとすごいですよね、この方。めっちゃね、やっぱり鋭いし、勇気があるし、だからマイノリティの立場からこういうこと言われると攻撃すごいと思うんですけど、勇気ある方だと思います。だからこういうやっぱり厳しい言葉はね、全部厳しい言葉を受け入れすぎて萎縮しちゃうのは違いますけれども、それでもこの署名広めなきゃいけなかったので、はい、私もね、とにかく署名してくれってずっと言い続けてきたわけですけれども、ね、それは正しかったと思ってますけど、はい、ですね、やっぱり訴え方っていうか喋り方には気をつけなきゃいけないですよね。そう、沖縄差別にもつながってる話ですよね。あ、そうだ、帝国主義ブーメラン効果だ。そう、ありがとうございます。そう、キメラ満州国の肖像とかでもそう書かれてる話らしいですね。一瞬音声途切れた？あれ？本当ですか？大丈夫ですか？ごめんなさい。皆さん、特に変わったことは言ってません。帝国主義ブーメラン効果という話をしておりました。はい。帝国主義者はね、必ずブーメランが飛んでくるんですよ。はい。そう、3.1独立運動弾圧はやがて治安維持法として本国に持ち込まれた。なるほど。典型的な例ですね。はい。ウクの州。まず差別があかんのが第一として、こうやっていくと絶対それが全体的に破綻してが起きちゃうし、それをどんどん加速させてるような見しか見えない。いや、だから本当ね、加速主義ですよね。だから高市さんのスピードに本当ついていけないですよ。月曜日に LGBTQ 難民に関する院内集会があるそうです。知り合いが登壇するそうで、そうなんですね。ありがとうございます。いつも。本当に。ですね。ということで、皆さんもね、音声とかの調子おかしかったら言ってください。はい。できるだけ、可能な限り訂正します。資本金3000万円の経営管理ビザ厳格化が問題化しつつありますが、それとはまた別に外国籍住人に対する在留手数料超高額引き上げという入管法改悪法案が今の国会に提出しています。ということでですね、だから次々とこうやってギッシュキャロップみたいにね、めちゃめちゃな攻撃を繰り出していくっていうのが、おそらく、高市の手法だとは思うんですけど、全てのことに反対しなきゃいけないから、本当、皆さんも無理しないでくださいね。私も今回すいません、リアルタイムで情報を収集しながらやってるんですが、フリーウシクさんはただ信頼できるアカウントさんです。常にですね、入管法に反対してきた、方なんですけど、すべての人の生活を破壊する人権無視の経営管理ビザの厳格化が話題となっています。同時進行的に入在留手数料を考えられないほど大幅値上げしようという法改悪が来週からの参議院で議論されています。問題点についてまとめてみましたので、ぜひともですね、拡散してくださいということで、これ後でリンクとかね、貼っておきますが、在留手数料がですね、一律今6000円なんですけれども、先ほどのクマールさんのような、料理店を経営している方の経営ビザではなく、普通のビザですよ。普通のビザで、外国籍の方の在留が、更新が6000円なんですけど、在留資格が5年だと7万円にするそうです。何考えてんのって。10倍以上ですよね。で、永住許可を申請する場合は、1万円からですね、20万円にする。で、最大上限30万円にすると。これ、ちょっと今探すけど、石垣のり子さんっていう人がね、取り上げてたんだけど、諸外国と比べてもぶっちぎりで高いですね。確かに今までは諸外国と比べれば比較的安い更新手数料だったんですけど、これは本当、OECD 諸国ってもう呼んでいいのかっていう感じだけど、一応その一角の国としては、ぶっちぎりで最高額ですね。はい。いやー、だからこういうさ、その社会を完全に破壊しかねないようなことを、だから普通に、こんなことしたらさ、お金ある善良な人から、日本なんてもういいやっつって、多分よその国行ったりとかするじゃないですか。カナダとかオーストラリアの方が稼げるからそっち行った方がええわって、なると思うんですよね。日本にとっても、なんていうか自滅行為でしかないと私は思うんですけれども、はい。高市政権を放っておくとこういうことになるわけですね。満州国とパレスチナ、そうですね。満州国、パレスチナ、沖縄、起きてることはみんなね、似てるんですよね。
リベラルで差別を指摘されたら開き直る人多いから反面教師として実践を断らないようにしています。そうですね。だから私もね、よくやらかすので、いや、ほんと指摘していただいてありがたいのですけど、まあ私はちょっと情報源のミスがやっぱちょっと多いので、ほんと気をつけないとやばいなというお前、ファクトチェックしとらんのかみたいなこと言われたくないので、はい。まあ正直言うと、優しい政治の坊さんに関しては全部リンクの先に何があるかまで全部確認してはいなかったですね。あまりに膨大だったので、今後は気をつけたいと思います。岸信介みたいなやつが戦後も政治家として生き延びてしまったのがそもそもの間違い。まあそうですね、吉田茂とか岸信介のね、こういう在日コリアンの人たちがあいつらターゲットにしてましたけれども、差別政策がそのまんま受け継がれてますよね。まあとにかく追い出せみたいな、日本から追い出せみたいなことを真顔で、まあ吉田とか岸は言ってたらしいですけど、まあ、当時の人間の感覚ってそんな感じだったんですよね。安ら権威を示すために散々やってやめた後に滅んでくれなんてつもりなんですかね。ほんとろくでもないですよね。でも毎年毎年入管法が改悪されていくし、もともと日本国籍が持たない人に日本社会が優しかったことはない。はい、その通りです。戦前戦後も一貫してそうですね。はい。とにかく外国籍の人に意地クソ悪いし、ね、冷たい排外的な国ですよ。だから戦後のね、比較的に平和だった時期でも、やっぱりそれは変わらなかったし、まあ、裸足の弦だってね、パクさんの描写有名ですけれども、中岡先生は、当然、中岡玄と、すいません、名前があれ、こうどうしちゃったけど、だから先生は、で、当然、日本における在日コリアンの人たちに対する差別が未だにものすごいから、パクさんみたいなキャラクターを登場させてるっていう、だからあれ70年代の漫画ですけど、っていうことですよね。本当になぜこんなことをするのか意味がわからないですね。私は入管法のこと知らなかった時、フリーウシクの読み方も知らなかったです。いや、私も知らなかったですね。はい。牛久の映画見るまでは知らなかったですよ。もちろん移住できる方もいると思いますが、お子さんが日本で生まれて日本で育ったからなかなか日本から出ていけない。そうですね。クマールさんもまさにそのパターンですよね。だから本当に日本社会の一員ですから、日本に、むしろ日本でですね、健やかに過ごせていけるようにしていかなきゃいけないんですよ。で、その整備をする義務が我々側にあるってことですね。はい。中澤圭司先生ですね。すいません。失礼しました。八重地方で死刑が設定されていたのは、朝鮮独立活動家だけで、謎共産党員は謎の極死をしていたということで、まあなんか同じ殺されるのでもやっぱり理由の立て付けが違ったわけですよね。さすがに、まあ小林武二さんをね、死刑にしてぶち殺しますみたいなことは、いくら大日本帝国がね、クソでもできなかったわけじゃないですか。だってね、あんだけ素晴らしい小説家だったわけだし、ね、日本人とまあ言われてたわけだから、まあ、武二は確かにね、北海道に植民した人のね、子孫だったけど、だけどもですね、まあ、吉田と岸について言うならそうですね、博人の罪も当然問わなきゃいけないし、中澤先生はね、やっぱりその辺全部書いてるから偉いですよね。っていうところですね。だからまあ戦後のね、そういうなんだろうな、差別っていうのが未だに、ずっとね、鳴り響いているし、で、ただですね、日本国憲法を守れと、まあ今私言ってますけれども、まあ日本国憲法天皇制などいろいろ問題はありますが、憲法84条違反です。これ以前の配信でも言ったと思うんですけど、皆さんね、14条のことを思い浮かべると思うんですよ。この話すると差別は良くないと。まあ当然まあネットの右寄りの人たちもねお前らはなんか憲法14条で差別良くないとか言ってるけど、打ったらかんだらみたいなこと言って、差別をするかしないかみたいなまあ話になりがちじゃないですか。当然差別なんで、まあ当たり前なんですけど、ただですね、84条違反なんですよ、実際は。多分こっちの方がやばいです。租税主義に対して著しく違反してます。在留資格の維持の手数料の支払いは必須であり、実費を大幅に超える金額が設定されています。これは実質的な税金です。具体的な使途や金額、減免基準を行政の裁量に委ねることは憲法違反です。で、しかも、入管側の説明としては、要は、犯罪をする外国人がいるから、そいつらの取り締まり手数料をお前らが払えみたいなこと言ってるんで、これは不当徴税ですよね。だから私たちが別にね、性犯罪者とかのね、それはね、みんな税金払ってるから、刑務所のね、手数料とか警察の給料とか確かに払われてますけれども、なんかね、そういう人間が
が増えたからって言って増税しますみたいなこと言われても困るじゃないですか。ね、山口の之が悪いのになんで私たちが税金払わなきゃいけないんだっていう話になるじゃないですか。だからね、それぐらいめちゃくちゃなことを言ってるんですよね。税金を、むやみにそういうめちゃくちゃな理由、正当でない理由で取ってはいけないっていう、憲法に反していると思います。ギャンブルニキさんお久しぶりです。来ていただいてありがとうございます。入管のやってることはですね、憲法14条違反でもあるけど、憲法84条違反でもあるっていうことを話してました。はい。租税に関しては平等に取らないといけないので、当然なんですけれども、だから累進課税とかね、収入に応じてそれは取るわけですけれども、それなりの理由が必要なわけですよね。なぜこの人は、例えばね、タバコを吸ってるから、そのタバコの販売に関してタバコ税を取るとか、そういうのは正当化されうるわけですけれども、入管に関しては、一切正当性がないと思います。いや、裸足のゲはエンタメでもとしても面白いのがすごいですよね。エンタメとしてしか消費しない人がいるのはちょっと困りものなんですけどあれだけメッセージングなのに。トイやパクサーを凶悪人扱い。そうなのパクサーほどいい人いないと思うけど。普通闇市に行って日本の人つか大和人を助けようとする人いないですよ。だから、ある意味美化されすぎてるっていう批判はあると思います。あんなね、だから、少なからずね、朝鮮の人たちは、そうやって差別してくる日本の人たちを憎んでたわけだから、あんなパクさんみたいないいやついねえだろっていうね、批判は成り立つと思うんですけど、どこが凶悪なんだろう。パクさんについて分からない方は、裸足の弦を読んでください。はい。ということでですね。うん。80年前代の事情がもう分からなくなってるせいで注釈付きのやつを出さないといけないという、そうですね。だからもはやなんかね、ちなみに石垣のり子さんのコメント、ツイートが出てきたのでちょっと取り上げます。石垣さんね、本当こういう話をしてもらうとね、当たり前なんですけど、頼りになるというか、きちんと整理してくださってます。今回の大幅な改悪を見て、なんか法務省がね、わけわからない資料を出してきたんですよ。期限もいいとこなんですけど、要は、米国はこうなってると、米国は大学卒業の学歴が必要な職種にかかる滞在許可が3年で110万円。イギリスに関しては、イギリスは本当に高いんですけど、1年で72万円。カナダに関しては、永住、基本的に永住許可で13万6千円と。で、フランス3万7千円、イタリア2万9千円、ドイツ1万6千円、韓国1万円。日本安いだろうって、安すぎる6千円はという。確かに、韓国と比べても日本は安かったです。過去形なのが悲しいですけど、なので、ドイツぐらいまでだったら、まだギリギリ正当だと言い張れる範囲ではあったと思うんですけど、石垣さんが指摘したところによると、米国の110万7千円は基本的に雇用主が負担するので、個人負担はゼロです。ありません。で、英国の72万3千円のうち、個人負担は、公的医療制度が19万9千円、要は保険料ですよね。保険料が19万9千円なので、手数料は17万円です。確かにイギリス高いです。イギリスはめっちゃ高いし、排外的な国だから、高いんですけれども、だけど、公的医療制度は必ず受けられるっていうことですね、払えば。で、カナダの、13万6千円のうち、個人負担は2万6千円で、事業主負担11万円で。だから雇用を前提として、これ企業主の方が払うんですよ。いや、インチキグラフやん、これっていうですね。だからこれを本気で、だから官僚の人たち作ってくる状況なんだっていうは、入管なんでね、いくらでもこういうちょっと画像編集で見づらいけど、入管のマークここにあるんですけど、入管って必ずこういうことやってる人たちなんで、常に嘘ついてるから、多分こういう資料を作ることを悪いと思ってないんでしょうけど。すごいですよね。なんか右翼の人たちがこれはどうなんだみたいなのをね、我々に見せるために作ってんじゃないかなっていう、気がしてならないんですが、はい。こういうグラフというかね、一覧に騙されないようにしましょう。チャット GPT が作ったものかもしれません。はい。つうことでね。そうですね。元が盗んだ缶詰の中身とかについては注釈必要ですね。第98条国際条約遵守規定違反でもある。そうですね。憲法違反というならね、国際条約にももちろん、もう一個違反してるので、はい。98条違反でもありますね。はい。だから、特攻警察って言われるんですよね。何が何でも外国の人を追い出したいのかよっていう。
いくらなんでも高すぎますよね。合法的に排除するのが目的にしか見えない。まあ合法的に排除するのが実質目的でしょうね。いや、ほんとミスリーディングにもこれ程がありますよね。これ見たらさ、日本が例外的に安いってみんな信じちゃいそうになるじゃないですか。だけど、フランスはとか、確かにイギリスは確かに高いんだけど、まあイギリスに関しては熟練労働者だし、まあフランスに関してもね、いろんな制度はあるらしいので、まあ日本が今まで6000円だったということを踏まえて取れる最高の手数料ったらドイツぐらいじゃないかと思うんですよね。4年で1万6000円ですよ。はい。ね、これくらいが適切じゃないですか。諸外国に合わせろって言うんだったらね。ですね、東京栽培やり直したら広い人は有罪になりそうですね。そう。諸外国に比べると日本は給料が安すぎます。ああ、そうですね。その点は考慮しなきゃいけないですね。今、まあ誰かさんのせいでね、円がめちゃめちゃ安くなっているので、皆さん、まあイギリスはともかくとしてみんな EU の国、米国以外は EU の国なので、EU とかね、カナダは違うかごめんなさい。米国、カナダ以外はね、EU 諸国なんで、フランス、イタリア、ドイツなどはですね、ユーロで支払えるということを考慮しなきゃいけないと思います。はい。当然ユーロだったらね、それは2万9000円ぐらいでも、日本の実質負担で言うと、まあ1万6000円ぐらいなのかなっていう感じはしますよね。うん。いや、嘘はついてないけど大事な事実を伏せるっていう一応ね、なんか、端っこの方にすげえちっちゃくなんか書いてあるらしいんですけど、こまごまごまごまみたいな、下の方になんかごちゃ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 書いてるじゃないですか。こんな注意書き誰が読むんだよって私だって配信の時もうちょっと大きく注意書き書くわっていう感じなんですけど、はい。まあ、石垣さんは騙せなかったので、良かったと思いますが、でもこれも石垣のり子さんが指摘してなかったら広まんなかったんだろうなと思ってて、ちょっとゾッとしますよね。厳格化という言葉で問題をぼやかしてはいけない。これは紛れもなく完成ヘイトです。そうですね。まあ、鳥居さんとかね、いろんな方言ってらっしゃいますけど、完全に完成ヘイトと言って過言ではないと思います。だからなんで差別を推進するんですかね。本当に意味がわからない差別を推進して、まあ結局人をこうやってね、だから善良な人を日本から追い出して、何がしたいのかと。だから一部のそういうなんか極端な思想の人だけが喜ぶっていうね。で、一時的に喜んだとしても、どうせそういう人たちってすぐこういう話のこと忘れるじゃないですか。だから、何の意味もないと思うんですよね。なんかアニメとかね、漫画とか作っといた方がいいんじゃないかっていう感じしますよね。だから人の目をそらしたいだけだから、本当に制作としても全く意味がないと思います。で、ちなみにですね、他にもですね、なんだろう、これ、有料期限を過ぎちゃってるんであれなんですけど、まあ、どのみちお見せできないですが、香港街などが営業を断念するというニュースもすでに出てます。西武池袋練馬駅そばの商店街にある香港街店三枚さん練馬店が、グたっぷりのおかゆと天津が評判の人気店だったが、20日の営業最後に閉店することを決めたと。お店は簡単に閉めたくなかったがということで仕方なかったということでですね、三枚さん大変な人気店なので、これ本当に、言ってた方とかにとってもね、衝撃が大きいと思うんですけど、だからさ、だって香港の方ですよ。だから日本の右翼の人たちって台湾とか香港の人たちに対してどういう語り方をしてきたかっていうのをね、習近平さんのね、中国で偉そうに喋ってる姿を見ながら思い出していただけないかなって思うんですけどね。はい。だから、彼らってだって帰るとしたら中国籍ですから中国に帰るしかないんですよ。それを何が意味するか分かりますよね。まあね、この方に関しては帰国を考えているっていうことなんですけど、いや、正直帰ってほしくないな。まあ、だからね、香港の状況って本当にね、ガラッと変わってしまったわけなので、昔の香港ではないわけですよね、もはや。だからですね、なんか難民はね、日本に存在しないみたいなことをほざいている人たちもいますけど、政治難民の人たちはいっぱいいるし、まあ、この方はもちろん別に政治難民というわけではないですけれども、安易に国に返してはいけない人がいるので、はい、って思いますけどね。アダルゴコさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。
2023年の入管法改悪の時から立法事実はデタラメだった。ああ、そうですね。だから本当最初からそうなんですよ。立法事実って、だから、要は本当は法律っていうのは本来、作る時に根拠となる資料みたいなのをちゃんと、資料であったりデータっていうのをちゃんと用意しなきゃいけないんですけど、入管ってこういうこと平気でやるんで、全部嘘なんですよ、基本的に。デタラメな資料とか普通に作ってくるんですよね。だから、まあちょっと、まあ全てがデタラメとはもちろん言わないけど、だからデタラメな資料を根拠に法律作っちゃダメだろみたいな、基本的なことを理解してくれないんですよ。本当恐ろしい組織だなと思います。いやー、ほんと辛すぎますよね。行ってみたかったですね。そう、中国を叩くのに利用してただけで、香港の人たちのことなんてどうでもいいとしか思えないですよね。これに声を上げないんだったら。なぜ自民党がこんな差別を推進するかというと、自民党の経済失策を隠すためです。暮らしが貧しくなったのは外国人のせいだと責任転嫁したいのです。この次は障害者や女性のターンが来てると思います。まあ、すでにね、半ば来てますしね。はい。どんどん推進していくと思いますよね。結局、その自分たちの姿勢を覆い隠すためにこういうことをやっているので、入管に関してはもっとなんか暗い情念みたいなのも確かに感じるけど、自民党政府に関してはね、小野田公美さんがニコニコ超会議に出てたところで何が解決するわけでもないんだけど、ああいうパフォーマンス政治に走っているので、結局ね、そんなことしても何の意味もないし、我々の生活が苦しくなるだけなんですよね。不良外国人を排除しても日本に適応した親日外国人は適していないという建前さえもう捨て去ってますよね。もうなんかそういう建前もでも本当言わなくなりましたよね。とにかくイスラム教徒だからダメなんだみたいなこと平然と言うようになりましたもんね。あと、ちなみにですね、クマールさんとかこういう、三枚さんのその方に関しては、技能ビザに切り替えろとか、日本人を店主にして、それもだから、ある意味偽装だからダメだと思うんだけど、本来は。自分たちはコックとか労働者として働けみたいなことを偉そうに言ってる人がいるんですけど、東京新聞によると、別の飲食店を経営する先ほどのクマールさんのケースですけど、日本人男性がオーナーとなってクマールさんを雇うことにし、入管の資料を揃え、技能ビザの手続きをしたが、入管職員に断られたって書いてあるんですね。いや、確かに、クマールさん本来オーナーなので、コックっていう風に、労働者っていう風に名指すのは間違ってるんですけど、だからといって、お前らのせいでこうなったんだろっていう話ですよね。はい。だから、こういうことをすれば入管を分かってくれるっていうふうに思ってる方々は入管を知らなすぎだと思います。だって嘘で政府っていうかなんていうの、嘘で法律作ろうとする奴らですから舐めちゃいけないですよ。平然とこういうことやってくるからね。はい。そう、自分のね、胸先三寸で不法滞在者を作り出す人たちですからね。2023年の入管法改悪でめっちゃ体を張って対抗したのは山本太郎でしたが、あれパフォーマティブではありましたけどね、ただ山本さんのおかげで、海外でかなり話題になったので、そこは本当成果だったとは思います。彼がね、あれ突っ込んでったので、いろいろなところで話題になったわけですが、あれがインドネシアとかね、アルジャジーラとかで報道してもらえたんですよね。ただ実質的に頑張ったのはね、共産党の議員さんとか立憲の議員さんなんでね、そこはあれですけどね。こうやって誰かのせいにしてるうちに解約権して大体に責任を問われない体制にしたいんでしょうね。はい。新自由主義と資本主義の根本的なメカニズムの不備こそが格差の元凶なのに、それは移民やマイノリティや弱者に責任転嫁するのが極右の特徴ですね。はい。金明夫さんこんばんは、タイトルで爆笑しましたということで。いや、本当いや、正直ね、すいません。今、私がその2日間なんかうだうだしながらね、ツイッターなどをね、見ていた、いや、正直本当お風呂に入ってる時間ぐらいしかなかったんですが、すいません。普段のだらしない生活ぶりがあれなんですけど、いや、なんかね、ちょっと仕事とかプライベートで忙しすぎてね、なんか、対応してたんですよ、いろいろと。で、全然暇がなくって、VTuber の方々のセクシャルハラスメントの情報とかも募集してるので、よかったら皆さん、情報ください。はい。よろしくお願いいたします。あと、今日はナクバの日であり、沖縄返還、の日で、54年の日でございました。はい。皆さんも思いを馳せていただければと思います。というとこだったんですけど、あとその後ね、東大のね、東大関係者の方とかいろいろあったりとか、ちょっとなんかその辺のですね、
ことしかしてなくて、もう他何もできてなかったんですけど、なんかトランプがなんかやってんだぐらいのことしかできなかったんですけど、はい。でもやっぱり喋らなきゃいけないことは山ほどあるんですよね。残念なことに。私生活を大事にということでありがとうございます。在留資格の不許可の理由も全く言わない。そう、そこなんですよね。不許可の理由って普通教えるだろって思うじゃないですか。だから我々の常識が通用しないですよ。いや、常識って言ったらあれだけど、本当常識側通用しないとしか言いようがないのでで、まあ、私なりのこれは、憶測も入ってるんですけど、なぜビザ3000万円みたいな意味不明な政策が起きてるかなんですけど、まあ、先ほどのね、皆さんのコメントにも同じ内容なんですが、2025年末の在留外国人数って412万人なんですよ。で、前年末から35万増えてまして、要は極右排外主義の高市政権でも移民の方々はまあ急増してます。理由は単純であり、労働力が絶望的に足りないからです。ただし、政府、まあ、例えば小野田公などは恐ろしいほど冷酷で、まあ、かつですね、仕事できないんで、また人員も不足しているので、管理が複雑な経営者ビザなどは悪用されてもスルーせざるを得ず、事実上管理できない。実際入管がその気になれば本当にね余裕があったらですね一人ずつ別に取り締まっていけばいいじゃないですか。自分たちの宣伝にもなるし、だからそういうその悪いね目的でビザを取得している実態が確かにあるそうですから、一部でね。だからそれ取り締まっていけばいいのにやらないっていうのは多分コスト不足だと思うんですよね。だから全員締め出して雇用労働者だけを増やすっていうですねおそらく政策としてやってるんだと思うんですけど、まあこのようなね使い捨て外国人政策の最たるものがかつての技能実習制度であり、いくら形を変えて改善を図ろうとしてたとしても、まあ育成就労とか名前を変えてもですね根本的な部分であるまあ入管の管理能力が絶務っていうところは変わってないので、今後は円安とともにですね日本はだんだん見せられていくんじゃないかと私は思ってます。はい。そうなるとね、結局経済破綻ですからね。はい。ネオリベとか右翼の皆さんは分かっててやってるんですかね。なんか私には分かってないようにしか思えないから、まあちょっとわざとちょっと煽った言い方をしてるんですけど、はい。困るのはあなた方じゃないですかね。私は、経済問題とか、それはもちろん問題です。人口問題とかもちろん問題ありますけど、基本的に人権の問題だし、差別はいけないと思うし、このようなね、不当な租税はですね、良くないと思うので、入管には反対してます。だから、あくまで左派としての立場で反対してるわけで、移民の方々のね労働力とかその人口を増やすことによって、まあ、経済を良くするみたいなねネオリベ的な発想は取ってないつもりなんですけれども、そういう発想を取らないで多分一番困るのって経営者とかそのネオリベラルとか右翼のだから資本主義を維持したいと思ってる人たちだと思うんですよね。だから農家の方々とか工場の方々とかどうするんですかね。なんか日本を滅ぼしたいんじゃないかとしか思えないんですけど、はい。ですね。だから、全然、ね、料理店がなくなるとか、そういう次元の問題じゃなくなると思いますよ。うん。お疲れ様です。ということで、ありがとうございます。いや、ほんとね、整理しきれないですよ。いっそ移民はもういらんと言ってきた日本保守党がすがすがしくレベルで、だから日本保守党の政策を、だから直ちに全て実現すると、真面目に日本が滅亡すると思うんですよ。経済問題で滅亡します。イスラエルと違うんで、なんか何もしてなくてもアメリカ様がジャブジャブとお金をくれて軍需産業で大儲けできるような構造だったら違うかもしれないですけれども、そういう国じゃないので、まあ、それはね、悪いことじゃないけど、そういう国ではございませんし、アメリカは助けてくれないと思うので、まあ、トランプの態度を見ても明らかじゃないですか。そんなジャブジャブ金くれるわけないだろう。はい。なのでですね、絞り取られるだけ絞り取って、あとはポイ捨てされるというのがですね、末路なんじゃないかと思っちゃうんですけど、いいんですかね、それで。右翼の人たちは真面目にそれ考えた方がいいし、多分岩屋さんとかは考えてるから、まあ、ああいう態度なんだと思うんですけど、でもやっぱり3000万円ビザはやめるべきだったと思うし、そこで止められないのがね、彼らの限界というか、まあ、自民党の限界ですよね。はい。そう労働力は欲しいけど日本には住んで欲しくないっていうそうむちゃくちゃなそう言い分をね安倍時代からなんかずっと言ってるわけですけどね、何を言ってるんだ君たちはって労働力が欲しいって欲しいみたいなことを言う人たちはまあだから奴隷的な人たちが欲しいのかもしれないんですけど、人間なんですよ来るのは。
人なので、ここに住むわけだし、生活もされるわけだし、人と人としてですね、付き合ったり、飲み会行ったり愛し合ったりするわけですよ。だからね、当然の権利を保障しなきゃいけないじゃないですか。っていう、当たり前の話なんですけどね。で、そうしなかったら日本は滅んでいきますよっていう、そんなことできない国は滅ぶしかないので、はい。って思うんですけどね。はい。分かってないけど分かることはできる立場であえて分かろうとしてないんじゃないかって、まあ現実否認ですよね、そこまでいくと。はい。まあ高市さんは現実を見てないと思います。だって未だにナフサは足りてるとか言ってるからカルビーの色がなくなってもナフサは足りてるみたいなことを言われてもですね、はい。まあ正直あ、そうですかって。としか言いようがないですけどね。ですね、フィフィさんはですね、本当に河合とかあの辺の人たちが嫌いなんだらね、いっそ縁を切ってですね、ごめんなさいしてなんかリベラル派になった方がいいんじゃないですかね。ダメかな、今更。まあ彼女はちょっと差別に加担しすぎましたからね。円安と外国人ヘイトの国に誰も来るわけがないって、そりゃそうですよね。ナノクラフトさん、今回ラスです。極右の言ってること全部やったら経済制裁されて TPRK ですねっていうですね。はい。まあ、それずっと言われてることなんですけどね。私たちだから、左派はそういう、だからね、なんだろうね。揶揄的なことは言ってないはずですけれども、右派の人たちはね、それなりに保守派の人たち警告してたはずなんだけど、なんかもう忘れたんでしょうね、多分ね。まあ、参政党みたいなのが出てきたらね、もはや理屈も通じなくなり始めたし、みたいな、感じなのかなという。やっぱ保守派のね、そういう、なんて言うんですかね、経済音痴化とか、まあ、必ずしも、なんか知性のフレームでやっぱり言っちゃうの差別的だし乱暴ですけど、やっぱりね、劣化したんだと思いますね。それを、あえて言うなら。はい。だから政治ができなくなったわけですよね。今のところ、昔はその差別的なことやりながらもなんとかね、うまくやってたけど、まあ、もはやもうできなくなって、まあ、イスラエルみたいになってしまったわけですよね。まあ、イスラエルみたいに直接的に虐殺してないことは確かですけれども、それも憲法のおかげだしなっていう。そう、だから高市さんみたいな人に政治無理なんですよ。多分自分の能力の範疇を超えてるでしょ。私だってなんか毎日配信しろみたいなこと言われても無理だし、体力的に持たないので、できないことはできないって素直に認めないと、まあできないことが悪いことではないですけどね。はい。って思いますけどね。そう、技能実習とか言い続けてね、決して移民と認めなかった末がこれですからね。まあ自業自得としか言いようがないですよね。まあ日本側がですね。はい。そうですね。やっぱり高市さんがね、完全に引きこもってるのも現実逃避してるからじゃないかって言われてますよね。ネット見てんじゃないかとか、自分を称賛する、なんかそれこそショート動画とか見てんじゃないかとか、いろんなこと噂されてますけど、まあ現実を見てほしいですよね。そもそも労働者を使い捨ててるという労働問題ですし、まあそれはね、派遣労働者の人たちに対してかつて行われてたようなことをね、今度は外国籍の人たちをターゲットにしてるだけなんですよね。だからね、ちゃんと理屈でね、理詰めで議論ができなくなっちゃってるのは本当問題だと思いますね。IDF イスラエル国防軍はなり手がいなくてイスラエル国内のユダヤ人比率を維持したく世界中からユダヤ教徒をかき集めている。あ、そうなんですよね。だからね、すごいなんか差別大好きな極右のロシア人とかいやロシア人だからって言ってもちろんみんな極右ではないですけど、プーチン支持の人とかがヘロッと入ってきて、いや今日から僕イスラエル人なんでみたいなことを前に読んだことありますけど、ね、そうなると国のアイデンティティって何なんですかねって感じになるし、はい。ですけどね。だから日本人と言われる人だからいいっていうのはおかしいと思いますけどね。そうですね。北海道の農場、遠藤牧場での障害者差別とね、同じ流れですよね。障害者も外国籍も使う側からすれば労働力ではないので、人の営みや権利を享受するのが許せないと。なるほどな。やっぱ人間と思われてないんでしょうね、我々はね。とんでもない話ですけどね。いや、フィフィさんはね、同情すべき余地はあると思いますよ。日本人として、日本であれだけひどい差別を受けて、まあ、ああいう日本人に迎合してしまってああだったわけだから、余地はあると思うけど、でもまあ、大人ですからね、やっぱり自分の罪には向き合ってもらわなきゃいけないとは思います。そう、日本すごいとか言ってた裏で、どれだけの技能実習生が差別され酷使されていたのかって
ね、そう、思考も続けなければ水準は下がるし、やっぱりね、保守派内で切磋琢磨しないんだと思うんですよね。なんか、高市対小泉みたいな。だからそういうね、だからしかも、やってる手段がどっちがすごい誹謗中傷するかみたいな感じじゃないですか。そりゃね、レベル下がるでしょっていう。議論しなかったらダメですよ、やっぱり。はい。うん。でも、安倍さんみたく体調不良で辞任しても、次が小泉進次郎が有力候補な時点でね、いや、でも絶対本当小泉にするわけにいかないですよ。だから小泉になったらね、元の木阿弥なんで、また支持率回復しちゃうかもしれないし、だからそれは絶対ダメだっていうことを言っていかなきゃいけないと思いますね。うん。そう、日本の人たちってなんかご都合主義とかに弱いと思うんですよね。それは別になんだ、右派の人たちだけじゃなくて全体に言える傾向だと思うんですけど、まあ、すぐ現実逃避するし、なんか自分に都合よく物事考える人が多いから、まあねそれは本当良くないですよね。うん、それは日本のカルチャー全体の問題じゃないかなと思います。うん、そう、ネットばかり見てるとユン・ソンニョルになっちゃうぞというですねね、韓国の人たちってなんかいろいろ体を張ってなんかいやもちろんね日本のためなどにやってるわけではなくて彼らの誇りをかけてやっているのでねそれはあれなんですけどあれだけねなんか素晴らしくお手本見せてくれてんのになんか何も感じなかったのって言いたくなりますけどね。うん。まあペンライトデモを始めた人はねちゃんと勉強してる方なのでね素晴らしいと思います。合理的配慮が思想的、恩恵的配慮になってしまっている実態があるようになる気がします。あ、そうですね。だから基本的に差別的な人たちにとってのそういう、合理的配慮みたいなのって、ただの恩恵でしかないっていう考えなんで、だからその人たちの感情云々で左右されるっていう考えが根底にあるから、まあ、いう感じになっちゃうのかなと思うんですけど、それは間違ってますからね、システムの問題なので、別に感情抜きで淡々と、対応しなきゃいけないことなんですよね、本当は。うん。いや、ほんと首相の仕事してくれよっていや、なんかほんとディベートが何なのか最近よくわかんなくなってきましたよね。政権も極右も差別主義者もその他市政の人々も恋の無知にとらわれてる。あー、なるほど。そうですね。恋の無知ですね。はい。まあなんか反知性主義の根底にあるのはそれですよね。なんか意図的な無知というか、不法行為とかね、犯罪とかの責任を逃れるため、ですね、逃げようとするっていうですね。ネルソニアン知識とか言うんだ。へえ。だからなんか責任を回避しようとする人ってやりがちな行動なんですよね。自分の都合の悪い真実みたいなのがあるときに、とりあえず無視するっていう道を選んでしまうという。まあ確かに小さいことだったら、私もよくやるし、まあね、とりあえずスルーしとくかみたいなね、まあ処世術としては確かに必要なことかもしれないんですけど、でもそれを日本国首相レベルの人がやってしまうのはやばいですよね。ナフサが足りてないんですよって、日本の経済が滅ぶかもしれませんよみたいなことを言ってる時にさ、ネルソニアンノーリッジを発揮しないでくださいっていうね、まあ話ですよね。この、ですね、フレーズに関しては、恋の無知、不自然な無知の結果として人に帰属する意識を意味します。クリケットでは、11という数字はネルソン中将というにちなんでネルソン数字と言われます。ネルソンは片目しかないことに加え、片腕を持っており、片足を持っていたと言われていますが、片足を失ったことはないと主張している人もいますと。まあだから、都合の悪いことにね、目をつぶるっていう考えなわけですね。無知を装ってそう、ヘイトを投げつける人で、私もやられましたからね、そう。ですね、恋の無知ありがとうございます。まさにそれですね。はい。高市さんはね、タレントをやってた時からね、全く多分こういうこと成長してないんでしょうね。まあ彼女って、だから都合の悪いことに関しては嘘ついたり逃げるじゃないですか。で、そこ一番悪いところだし、だからそこで何とかしないと師匠は務まらないと思ってるんですけど、まあ結局このまま来ちゃってる感じですよね。うん。そう、自分が間違ってた時の痛みはちゃんと引き受けないとダメですからね。そう。だからね、立憲は今ひよってはいけないですよ。だから今は本当で何言われても多分批判しなきゃいけないっていうフレーズだし、それが現実に向き合うっていうことだと思うから、そこは逃げちゃダメだと思いますよね。
そう日本にはね、昔から差別がたくさんあるのに差別はないとかね、そういうことを言う人たちも、まあ、ある意味現実から逃避してますよね。はい。うちも昔も間接的に差別や暴力に加担する行為ですからね。その楽観論をメディアが広めています。国民全体が現実を逃避しやすい環境を作っているというべきでしょうか。まさにその通りですね。だから恋の無知みたいな態度はね、特に日本のマスメディアのね、皆さんは本当反省してほしいですけど、一部の頑張ってるジャーナリズムはあります、ジャーナリズムメディアはありますけれども、本当一部じゃないですか。で、一部の人以外みんな現実逃避みたいな、この前もね、ナフサを石油じゃない、ゴミから生成するみたいな話をしてましたけれども、だからああいう報道するってどういうことか分かってるっていうね、現実逃避の材料を与えちゃいけないですよね。うん。当事者が差別がないと言い張る場合も、あるし、LGBTQ をバカにしているが、ごめんなさい。LGBTQ を念頭にしているが、なるほど。そういう当事者しか見たことがないというですね。なるほど。うんうんうん。そうですね。だからそうなんですよね。フィフィさんは典型的な例だと思いますけどね、当事者の人が差別がないと言ってはっているのに対して、なんかそれをマジョリティ側が都合よくなんかね、解釈するみたいな話もよくあると思うんですけど、まあ現実逃避のテクニックですよね。うん。自民党も高市をそういう人間と分かってて、いや、ほんとね、自民党の罪は深いですよ。だから絶対分かっててるはずだし、だから彼女がどうしようもない嘘つきだっていうことはみんな知ってたでしょって知らないとは言わせないぞって。だって30年嘘ついてのし上がってきた人なんですよ。散々悪いことやってきたっていうのを知ってるはずだし、すでに傷があるっていうのもみんな分かってたはずなんだから、なぜね、それでも高市にしたのかっていう。まあ、高市早苗さんがついた7つの嘘については前もノートに書きましたんでですね、よかったら読んでいただきたいんですが、まあ、そもそもまず米連邦議会立法調査官みたいな意味不明な経歴が嘘でしたし、当選後に自民党に移籍しないって最初言ってたんだけど、それも嘘でしたし、まあ、政治資金パーティー券をめぐる収入の疑惑についても嘘の説明をしましたし、まあ、旧統一教会との関係についてもはぐらかしましたし、総務省捏造文書でのね、発言に関しても、まあ、議員辞めるって言ってたのに議員辞めなかったですし、消費税の使途についても虚偽の説明をずっと行ってますし、国葬反対 SNS の8割は中国初みたいなこともですね、自分で言ってたのにね、そんなこと私は言ってないみたいなこと言ってるし、はい。なのでですね、もうどうに言ったる嘘つきというか、30年間こういうところ、嘘とかはぐらかしとかのテクニックを使ってきちゃった人なので、まあ正直日本国首相にすべき人間ではなかったですよね。はい。だって最初から経歴詐称してる人ってなかなかいないでしょ。すごいですよね。だから権力側の人間じゃなかったら絶対めちゃくちゃネタにされて、まあ、サムラゴーチさんみたいにね叩かれまくるのに、なんで高市さんだったら許されるのかっていうまあ話じゃないかなと。うん、世界平和家庭連合ですか、すっとぼけ演技すごかったですよね。はい。中田敦彦とかに対してもね、そういう態度をとっているんですけど、ですね。同時者を利用するのは昔からよくある主張ですね。だから自民党はだからこういう人間だと分かっていて取り立てたわけですから、やっぱ本当に罪が深いですよ。ある意味高市さん以上に罪深いと思います。自民党が本当にやりたかったことをそう高市さんにね、結局まあ女性だし、そうやってね責任を押し付けやすいタイプだからまあ選ばれたっていう、まあそれも最悪ですよね。7つの大罪逆ション系、まあ、マジョリティに過剰適用するマイノリティの話で言うならね、まあ、高市さんももうぶっちゃけそのタイプですよね。はい。で、それで生存してきた人だから、ね、今までの職場はみんな日本人の人権侵害から現実逃避傾向だったかも。よくトカゲの尻尾切りの比喩が使われますけど、トカゲは自分の命を守るために自分の体を切り離すわけでして、自民党は他人の人生を犠牲に自分たちは助かろうとしてるんですが、いかにトカゲが高潔な生物なのかよくわかります。確かにそうですね。よく私も言っちゃうけど、トカゲの尻尾切りみたいな自民党みたいな人たちに言うのは失礼ですね。まあ、麻生太郎とか岸田みたいなのはね、あれはトカゲではないですね。もっと邪悪な何かだと思います。はい。まずそういう素質のあった人だけども、自民党の悪を凝集させられたというふうにも感じますね。だから、ショーン・ケイさんはね、そう、経歴が嘘だっただけで別に詐欺師じゃなかったのでですね、なんか今考えると本当バッシングしすぎですよね。だから、
なんか高市さんみたいな人だと許されるけど、なんかなんでかね、そういう人だと許されないみたいなのはなんか謎だなと思います。はい。いや、ほんとね、邪悪ですよね。生贄政治ですよね。まあ、ある意味、だから外国籍の人とかね、マイノリティの人々に対してもそうだし、高市さんにね、まあ女性だし、高市さんに対してもそうだっていうことですよね。だから、一つやる人間は全部やるから、差別を許してはいけないと思いますね。まあ、あとちょっと最後迫り来る現実の話をちょっと一つ言いたいんですけど、なんか、ADHD の治療薬のコンサータが深刻な供給不足だっていうことなんですけど、いや、本当にこれ殺しにかかってきてますね。私、正直言いますと、コンサータ今使ってないんで、まあ、直接関係はないと言えば関係ないんですけど、いや、これ本当、だって使ってる方って結構、症状重い方が使ってるから、死んじゃいますよ。これなくなったら。だから絶対こうなるから、薬供給不足が言われ始めた時に何とかしろと言ったのに、まあ、ナフサとね、中国の絡みがあって、余計今薬ってダブルパンチでね、今、もともと薬価が減らされてることもあってたんですけれども、ちょっと供給不足に一部の薬が陥ってるんですけど、コンサータは本当にまずいな。いや、もちろんね、OTC 治療薬とか全てにおいてまずいんですけど、いやー、いやーでも本当にな、これはね、ちょっと感化でき、まあ、ありとあらゆるとこが感化できないんだけど、まあ、感化できないですね。一応当事者の一人としては。はい。まあ、なんかね、他の、だから治療薬、私飲んでるステロテラスとかね、もっと多めに供給するとか、なんかないのかという気はするんですけど、でもな、ストラテラで大体できないからな、効果が結構違うんですよ。まあ ADHD でない方にはすいません、よくわからない話かもしれないんですけど、結構違うんですよ。コンサータの方が強力なんですよ。だから、コンサータの方が強力だし、パッと効くんで、症状重い人には必要なんですよね。で、いや、ほんと大変ですよね、これ。まあそうですね、日本の人たちってね、よくそういう権威的な人とかをね、頼もしいとかっていうのがやって、それがまた現実逃避に拍車かけるんでしょうね。伊東市の田久保真紀市長の経歴社長もめちゃくちゃ叩いてませんでした。いや、ほんとね、田久保さんかわいそうですよね。小池百合子とか、それこそ高市さんと当時も比較されてましたけれどもね、いや、高市さんと小池さんに比べたらだいぶマシじゃん、この人みたいな叩かれすぎちゃうっていう。はい。まあですね、もちろん許されることではないですけど、いやー、でも本当見殺し政権でしかないですよね。だから高市さんっていうか高市政権がね、これに対してまともに対処すると私は思えないので、現実的に考えてですね。はい。だからさ、なんとかしてほしい。とりあえず中国に謝罪に行ける人に首相を変えてほしいっていうのはですね、まあ切実ですね。中国はなんだかんだ言ってやっぱナフサも持ってるし、隠し玉がまだまだあるはずなんですよ、彼ら。ずるいから。絶対頭を下げれば、まあ高くつくかもしれないけど、助けてくれると思いますよ。まあ農作物に関してもそうだし、まあ他のね、いろんなもんに関してもそうなんだけど、資源国家ですから、で、しかも隣の国だからね、コスト安いわけじゃないですか。だから、なんかロシアみたいに、ヤクザみたいなね、ロシアにすり寄るとか、そういう決断をする前に、なんでね、なんか高市さんをクビにして、とりあえず中国と仲直りするという選択が思い浮かばないのか。なんか私は本当意味がわからないなって思うんですけど、もちろん中国共産党が素晴らしいとかそういうことは思ってないですよ。そうではないけども、まあトランプがああいう態度を取ってる時にですね、日本だけ突っ張ってもまあ無理だし、まあ勝ち目ないわけですから、台湾に連帯するとか、その話とはまた別の問題として、資源をですね、とりあえず輸入させてくれという話はしなきゃいけないんじゃないかと思いますよね。はい。まともに対処する気があるならもうやってますしね、高市さんである限り中国は許さないと思うので、無理なんですよね。高市政権もそうですが、やっぱり自民党を見てると他人事感がすごく感じる。今のような危機的でも自分たちは困らないという、まあ自分たちは金持ってるからそれ困らないんでしょうけどね。いや、病気の人は困ってるんですってば。
ふざけるなよっていう。今日処方薬受け取りに行った薬局で薬の供給がないっていう噂を聞いたんですがという話を振ったら、至るところでいろんな理由で滞っていてナフサの影響もあるだろうけど、それ以前でいっぱいいっぱいみたいな感触でしたってね。そうですね、やっぱり海外からの輸入が滞ってたりとか、薬価がね下がりすぎている、それも国のせいですけれども人災ですよね。はい。だから中国から輸入できないのもね人災だし、だから薬価がね引き下げられすぎてたりとか、ああいうね治療薬の解約とかされてるっていうのも人災ですよね。絶対許してはいけない悪以外が叩いていい悪だというだから絶対悪すぎるとなんだろうね、人として遠く感じるというか、自民党の人たちもそうでしょうけども、偉い人たちでしかもめちゃめちゃ悪いやつらだから、自分ごとのように感じられないっていうのはあるかもしれないですけど、それはダメですよね民主主義者の態度として。そう薬の大手に在庫が集中しているのは本質的問題ではないですね。はい。JAL で登場したロボット従業員は中国の企業が制作してるんで、そうでしたっけだから中国のロボット技術すごいからねまずそれがないと生きていけない人がいることは一旦何がおいてもやらないといけないですね。はい。だから透析の方々ももちろん心配ですけども、9月までこんな状態だったら本当ね、コンサートもね、透析も滞る可能性が出てきてるわけですから、エンジンオイルがないとも言われてますし、国の、車の、整備自体が困難になり、車検受付の制限とかもね、あり得る話ですよね。そうなると障害当事者の方でね、車はねもちろん使う必要がないんだったら使わない方がいいいいと思いますけど、障害者の方はね、だから車ないと移動できない人もいるわけだし、私も割とそうだからやっぱ困るんですよね。はい。ということでですね、なんかすげえ、全然ですね、ちゃんと話すことを用意してなくて、今回久々に本当にぶっつけフリートークだったんですけれども、なんだかんだで2時間半も、話せてしまいましたね。というか、もう現実がさ現実が恐ろしすぎてですね、やっぱり皆さんと共有するのも大事だと思うし、なんかね、もう一つ言ったらもう一時が万事でやりたらゆることが起きてるじゃないですか。だからね、もう話が止まらなくなるんですけど、はい。ですね。いや、バスも電車も動かなくなるとかね。いや、本当にね、だから危機的状況なんですけどね。医療機関とかの倒産とかね、今、建設関係の方々がね、まずいのではないかというふうに言われてますしね、それ実際もそこも危機的状況だと思いますけれども、医療関係者の方々も苦しいと思います。はい。だから本当はそういったところにピンポイントで補助金を与えるっていうのが、今国がね、やれる経済政策ではないかなと私などは思うわけですが、何かね、ガソリン補助金にジャブジャブとつぎ込むという何やってんのこいつらみたいなことをやっているのではい。そういえばうちの近くの病院が倒産しました。うわーそれはきつい。トラックが止まって物流も取られる。現実がいろんなフィクションよりもひどい。こんな時に夢中になってるのが会見、皇室転換、そして国旗損壊罪みたいなね。いや、本当はええ加減にせよって。だから多分、現実逃避ファンタジーっていう面はあると思うんですよね。国旗損壊罪みたいな話をしてると忘れられるじゃないですか、現実を。こういう話をしてね、斜め十字にしたらどうなんだみたいな。現実逃避のファンタジーとしては結構なのかもしれないですけれどもね、今やることじゃないですよね、政府が。はい。ということでね、民主政府に対してちょっと暗いことばかり言ってたので、最後にちょっと他の国の成功している政府の話を少ししたいと思うんですが、これがポストがすげえ話題になってるんですけど、ゾーナン・マムダニさんがですっていう人がですね、132日で120億ドルのニューヨークの赤字を解消し、10万個以上の道路の穴を修理し、ギグワーカーのための数百万ドルの資金を確保し、腐敗した大家の人たちに数百万ドルの罰金を課し、雪かき作業員の時給を30ドルに引き上げ、暴力犯罪は歴史的最低を記録しましたと。これかなりというかちょっと持ってるんですけど、雪かき作業員の方は当
当然ですが、今はもうお仕事がないです。一時作業員です。あと、ニューヨークシティで、120億ドルの赤字を解消できる見込みだっていうのは、確かにマムダニの計画通りにですね、予算が通ればですね、採択できるんで、その通りいくと思うんですけど、行政予算案なんで、要は議会の反対派って多分山ほどいると思うんですよね。マムダニさんの、富裕層増税とか気に入らない連中がまだいると思うので、本当の意味でのね、なんか石丸伸二みたいにで嫌ですけど、こういう言い方すると、抵抗勢力的なね、連中がどれだけ嫌がらせをしてくるかっていうのに今後かかってるとは思います。でも、社会主義がね、やはり素晴らしいというのはですね、もう確定的に明らかではないでしょうか。なんかニューヨークシティだけ社民主義化したらですね、いきなりこんな感じになりましたっていう、赤字を解消したっていうのは大きいですよね。なんか、社民主義的政策をすると赤字が膨大になるっていうのが、この手のね、マムダニさんみたいな人に反対する人のね、常套句だったわけですけれども、事実ではありませんでしたね。はい、ご愁傷様です。ということでね、他にもね、ニューヨークシティの人たちがなんか喜んでるのはですね、公立学校に1億2000万ドルを投資したので、1000人の追加教師を雇用できる見込みであると。これもあくまで見込みでありまして、このような光景がですね、今すぐ可能になったわけではないと思います。それはちょっと話を持ってると思うんですが、社会主義はめっちゃ最高です。税金が戦争じゃなくて学校に使われるのが最高です。大好きですということですね。はい。でもみんなこれ思ってないですか？なんか戦争にね、反対するのはね、当たり前だから言う必要ないとか言ってる人には言いたいんですけど、税金が戦争ではなくて、学校とかに使われるね、社会の方が望ましいって思うのであれば、社会民主主義をですね、社会民主主義であるとか、社会民主主義に親和的な政治家を支持すべきであると思います。はい。以上ですね。通貨ですね。市民すぐに、大喜利化するのもちょっとやめてほしい気持ちですね。こんな状況でも国連の人権通報制度使えないのが辛いなというのですね。そうですね。だから外国の人もね、なかなか、アメリカもあんな状況だからね、こっちまで助けは来ないわけですけど、やっぱり豆谷さんから習えるところはたくさん勉強しなきゃいけないと思いますよね。天は晴れ、花は歌は咲き乱れみたいな勢いで褒めちぎられてるっていうね。アメリカの人たちも、豆谷さん大好きなんですよね。仕方、もう、なんかね、明るいニュースをもたらしてくれるのが、やっぱ彼ぐらいだから、褒めたくてしょうがないんでしょうね。喜びが伝わってきますよね。タックスザリッチですね。はい。いや、本当にね、何のために税金を納めてんだっていう話じゃないですか。トランプみたいにね、イラン戦争でね、超単位の金を無駄遣いされてね、関税ばっかり上げられてもね、人の生活は苦しくなるばかりなんで、もちろんニューヨークシティも含めて全体的にね、アメリカの人たちの生活は苦しくなってますよ。それは事実なんですけども、だからといって、マムダニのやってることが無駄意味というわけではないわけですよね。赤字返済に関しては地方行政の話なんで、そのまま国には適用できませんが、それでもいかに既得権益が行政機関から吸い上げているかという、そうですね、前市長の時は赤字だったわけですからね、いきなり市長変えたらね、黒字になったのはびっくりですよね。しかも120億ドルですからね、とんでもない金額だったわけですけど、もちろん単年度黒字なんで、すべての借金を返済できたわけではないですし、これからね、議会とバトルしなきゃいけないんですが、はい。トラウマハラスメントはね、企業なんてどこにでも誰にでもあるから、それを辛いのが甘えみたいな考え方が人が多い。なんか本当そういうね、みんなで苦しくなろうみたいなの、本当やめるべきですよね。それ社会主義でもなんでもないからね、集団主義だし、全体主義ですから、似て非なるものですよね。高市さんはね、虚構の明るいニュースですからね、やっぱりね、デマニュースを流されて明るくなっただろうみたいなこと言われても、いや、札束が燃やされてんだけど、みたいなね、真顔でマジレスするしかないですよね。はい。マムダニさんはね、人を笑顔にして飯を食っているのでね、ご飯が美味しいだろうと思います。ちなみに彼、インド系です。12式対有弾能力向上型なんか作らずに教育に予算を作ってほしい。三菱重工に1兆円売り上げするんだったらね、いや本当ね、三菱に1兆円あげるんだったら大学に1兆円で渡せよっていう話ですよね。本当に。本当に。そうなればね、東大も含めて日本の大学も少し変わると思うんですけどね。本当ね、三菱重工になんてね、なんかね、パジェロとかでもあげとけばいいんですよ。
高市さんは海底のレアアースのニュースと8時間分の石油のニュースしか引っ張ってこれなかったしだなってだから現実を見れば見るほど高市さんって暗くなるんですけど、だって嘘ついてるからね。はい。まあ実際にやっぱり教育に投資するような政治家にね、投票したいと思いますよね。はい。いや、思うんだけどね、なんかね、日本は選択肢がなくて悲しいですね。その1兆円は赤字国債による国民の金だしって、いや、だからそういうなんか本当現実的な要素を見ると、ますます暗い気持ちになってきますよね。なんで三菱重工に金はやるために税金払ってんだよってふざけるなよってなりますよね。はい。そう、教育予算かけるべきですよ。教育受けるのに金かかりすぎですし、まあ先ほどもね、言いましたけれども、留学生の方とかはですね、本来でしたら、まあ保守派の人たちが日本のね、そのね、今後ソフトパワーになるから留学生の人とかは守らなきゃいけないんですよ。でもかかわらずなんかね予算を減らすみたいなこと言ってるんで、これは本当ねもっと1万筆2万筆と増やしてですね、レイシズムに反対していくべきだと思います。はい。ということでですね。はい。ということでですね、なんだかんだ言ってすいません。12時近くまでまた喋ってしまいましたね。はい。ということでですね、私はもうついていけない高市のいる世界のスピードにということでいかがでしたでしょうか。いや、本当に数日間申し訳なかったです。ちょっといろいろね、あって、まあちょっとついていけ、ニュースなどにもついていけてなかったような状態だったんですけど、まあ皆様と一緒にお話ししながら考えも整理できたし、本当良かったなと思います。まあ、今後もね、いろいろなことがあるとは思うんですけれどもですね、自分の気持ちもね、整理したりしながら、活動を地道に続けていきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、各署名のね、協力等ぜひよろしくお願いいたします。はい。デマや差別や殺しで儲けるすべての仕組みなんとかしたいっていうですね、いや、本当にね、なんか、なんでね、そういう軍需産業とかね、デマとか殺人とかで儲けようとするんでしょうね。邪悪ですよね、ほんと発想が。もっとクリーンなもので、儲けてくださいよって、お金儲けすんのは別に反対しないからさって思いますけどね。そうですね。話して思考の回転を上げていくのもいいと思うので、サムネの期待値が裏切らない回でした。本当ですか？明日は名古屋レインボープライドです。ああ、そうだ。ありがとうございます。そうですね。ちょっと、示しておこう。ありがとうございます。皆さんいろいろね、明日とか明後日とかね、デモとかね、ありと思いますけれどもですね、皆さん、体調等に気をつけてですね、ご参加いただければ、ご安全に参加いただければと思います。明日ですね。はい。参加される方はぜひ、気をつけていってきてください。お疲れ様でした。戦争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対しますということですね。はい。ですね。だからまあ日本はねまだレインボープライドをやったところでね逮捕されたりする国ではないというところは本当希望だと思うのではいですねまあハンガリーのオルバン政権でないですけどねこの流れでみんなでね独裁政権をやっつけていきましょうという、ちょっと月並みな話で申し訳ないですけどお疲れ様でした。今日は福岡でダニー G さんのライブでした。参加できず残念ということで、そうだったんだ。ありがとうございます。そうだ、九州に行くって言ってましたね。はい。お疲れ様でした。ということでですね。で、明日なんですけど、ですね、またですね、音花風花さんと一緒に、占い師系魔法少女 VTuber の音花風花さんと一緒にですね、コズミックオイルシスターフットの続きをやっていこうと思います。また9時からですね、ゲーム実況やりますので、よかったら、見に来てください。まあ、作中で結構ね、なんか小説読んだりとかいろんなところあるんですけど、まあ、そういうところに関してはね、ちょっと方針変えたりとかしながら、まあ、サクサク進んでいこうと思います。なんかすごい面白いゲームなので、よかったら皆さんもね、実況のアーカイブとか見ていただければと思います。はい。ですね。ここぞとばかりに使っていくスカーレットクローワルツアイコワールドでよかったら皆さんもメンバーシップ加入をご検討くださいませ。はい。トランスレインも。そうですね。アイコをたくさん使ってくれてありがとうございます。絵文字使ってくださってありがとうございます。明日もよろしくお願いします。戦争、紛争、虐殺、差別、共感的政治反対ということですね。ウィエスエレさんもお疲れ様でした。お疲れ様ありがとうございました。はい。
ということでですね、皆さんぜひ明日も、遊びに来ていただけたらと思います。それではお疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。